ってきたらものすごい景色が目の前に。これ船の中じゃなくても大都市の一部分みたいな光景ですよ。これ食べ放題はやばいな。うわあ、ちょっと待って、やべやべやべ、うわー、やばいやばい。これから世界最大のクルーズアイコンオブザシーズ7泊8日の旅始まります。どうもこえです。僕は今アメリカ合衆国マイアミに来ています。今日は人類史上最大の豪華クルーズロイヤルカリビアンのアイコンオブザシーズに乗ります。目の前に見えてきました。はい、今マイアミのクルーズターミナルに到着しました。おお、中に入ってきたらどでかいスクリューが目の前にあります。金ピカ。その後ろに船が見えてますね。はい、で今お昼の12時過ぎで出港が4時半。客室ごとに何時頃に乗ってくださいねっていうのが事前に知らせが届いているので、1時半っていう風に今回書いてますけど、乗れるのかな。もうちょっと行ってみようか。はい、チェックインできました。なんかね、アメリカで船乗るときはエスタ見せろって言われちゃいましたね。全然それ準備してなくて、アメリカから乗る人注意してください。では乗り込みます。うわ、横を見るとものすごいでかさの船ですね。これは今までで一番大きな。迫力がここからもう分かります。では乗り込みます。これから乗るアイコンオブザシーズは2024年に誕生したばかりの最新のクルーズです。最初に言った通り、現時点では世界最大のクルーズで、全長は365メートル、定員数は乗客乗組員全員合わせるとなんと約1万人というとんでもない規模です。ロイヤルカリビアンには8つのクラスがあり、アイコンは一番上の最も大きく豪華な船になっています。他の船と比べても大きさが際立ってますよね。そしてこのアイコンシリーズ、今年の夏にはスター・オブ・ザ・シーズ、来年にはレジェンド・オブ・ザ・シーズという姉妹戦もデビュー予定で、合計3隻になります。このアイコンオブザシーズ、本当にとんでもない規模で、なんと船の中に8つの町エリアがあります。それぞれ乗客を楽しませる特徴的なエリアが点在していて、海の上なのに一つの町で暮らしているかのような豪華クルーズ旅が待っています。それらの魅力をすべて皆さんにもお届けしていきますね。では中に入っていきます。うおー、入ってきたらものすごい景色が目の前に。これ船の中じゃなくても大都市の一部分みたいな光景ですよ。でここの通路がまさに船の中心部といったらいいのかな。ロイヤルプロムナードというエリアですね。こっち見ると、うわ、上になんか風船があるし、この辺はおしゃれな時計もありますね。でなんといってもこの真ん中にあるザパールという巨大な球体、うわ、カラフルな色合いで今光を放っていますけど、ここが階段で上に登ることができるようになってるんですね。すごいね。わあ、上にも照明がついてて、でこの辺りの周りにあるのがなんか板状のガラスみたいになってて、これが揺れてるおかげでなんかこの辺がね、ちょっと光で反射してまるで水の中にいるかのような空気感すらしますね。クルーズということで、いや、こんなド派手な船初めて乗ったわ。いきなりすごい。はい、で入ってきてまだね、お部屋が1時半過ぎぐらいにならないと開かないので、ただレストランでご飯食べてれば多分時間になるんで、今から軽食食べられるようなところを探してみよう。ここのロイヤルプロムナードがメインの通りで、あとね8階にセントラルパークっていうまた素敵な通りがあるんで、そこでなんか軽食食べようと思います。今から。はい、で今エレベーターホールに来たんですけど、うわ、めっちゃ広いな、エレベーターホールも。でこれすごいのが、こんな感じで液晶パネルがあって、今から8階行くんで
8を押すと A って出てきました。あ、こっちだ。これに乗ればいけるんですね。うわ、この辺も自動で最先端の船はハイテクだ。はい、8階のセントラルパークにやってきました。うわ、すごいなこれ。本当に街の中の公園みたいに、これ本物の緑がこんな感じで生い茂ってるんですよね。この空間はこのアイコンシリーズ、アイコンオブザシリーズと、あともう1個のシリーズであるらしいんですけど、なかなかカジュアルクルーズ、ラグジュアリークルーズも含めて味わうことができない空間ですね。見て、この上が完全に吹き抜けになってて、ここから日差しが降り注いで緑を照らしてるんですよね。いや、圧巻だわ。これはすごい。で、あそこの上のところに多分プールとかがあるんだと思うんですけど、左右にあるのが、そしてこれが客室になりますね。客室の窓で、この船からなんか窓の上の部分が下に折れるようになってて、客室の中にちょっとしたバルコニーみたいなスペースをこう作ることができるみたいな新しい客室タイプがあるんですよね。で、それがこっちの内側のビューの客室もあるし、もちろんオーシャンビューもあります。はい、そんな客室がこのアイコンシリーズには新しく設けられてるみたいです。いや、この辺の低い樹木だけじゃなくて、ちゃんとこの高さのある木があるっていうのがもうすごい。なんかね、僕の知り合いの YKK さんの動画で言ってたんですけど、こういう木も上からこう吊るして、ヘリコプターか何かかな、分かんないけど、ここの空間に落としてきてこんな空間を作ってるっていうね。もう本当ロイヤルカリビアンはやることなすことがスケールがでかい。やっぱりアメリカの船っていう感じですよね、そのスケールの大きさが。いや、本当街の中みたいって言いましたけど、この辺りはタグホイヤーとかね、カルティエとか高級ブティックがこんな感じで並んでて、ショッピングも楽しめるんですよね。で、奥に見えてるのはワインバーか何かかな。でもレストランこの辺まだもしかしたら開いてないかもな。はい、で奥の方まで来ましたけど、ここのバーは今右手オープンしてますね。ただ軽食っぽいところはないな。左手、ここには日本料理レストランの泉っていうところがありますね。これは有料ですね、インクルーシブじゃなくて。この辺にはショーケースになんか販売されてますけど、寿司とかがあるんですね。サーモンとかマグロ、ラムネまで置かれてます。右手に今紹介した日本料理で、歩いてきた道、うわ、これ2つ上にこんな感じで橋みたいなのがかかる形になってるんですね。こっちもオープンエアになってて、こんなに広いんですよ。あと日本料理の目の前にはチョップスグリルっていう、ここがステーキ屋さんですね。すごいな、もう乗っていきなりステーキ食べてる人いるわ。せっかくなんで有料レストランもね、1回か2回ぐらいはどっかのタイミングで行こうかな。で、今のこの8階のガーデンパークは何も飲食店開いてなかったんで、15階にやってきました。奥の方にビュッフェレストランがあるみたいです。いや、すごいな。でもこの上から見る景色も、この辺は森をイメージしたかのような緑にあふれてますね。奥まで歩いてきてますけど、うわー、この辺もプールがあります。チルアイランドって呼ばれるエリアですね。ここが、その名の通りチルする場所。プールに入ってゆっくりとみんなくつろいでます。この辺はちょっと落ち着いてからゆっくりまた紹介したいと思います。さすがに今の時間ここに乗ったらもう丸焦げになりそう。ビュッフェ行こうと思ったんですけど、今もう時間が結構な時間になっちゃったんで、軽食にしよう。軽食もね、なんとここの船は無料のものがたくさんあって、インクルーシブですね。このエルロコフレッシュ、メキシカンフードって書いてるんで、タコスとかちょっとサクッと食べたいものを多分食べれると思います。この辺に並んでるのがチキンケサディーヤ、ケサディーヤだ、メキシカンですね。チキンブリトーとかチーズ、これもケサディーヤですね。なのでタコスとかこういった、メキシコ料理をいただける。すごい、フルーツもこんな感じでビーンと一緒にあるし、こっちにはナチョスもありますね。ナチョボールで、右側行くとここにトルティーヤですね。具材もこんなにたくさんあります。さっきのトルティーヤとかサルサとかあったんですけど、自分で好きなのをこの辺の緑のお野菜も取って入れていい、セルフサービスで。反対側にもパクチーとかがあるのかな。隣には
ドリンクバーがあります。ドリンクバーというかバーですか。でドリンクに関しては乗る前にパッケージとかで飲み放題プランがあるんですけど、飲み放題もそれなりに高いんでね、1日あたり何十ドルかして、僕はそんなにたくさんお酒飲めないんで単品で今回は楽しもうと思うんですけど、よし飲むぞという時に注文しようかな。ここはマルガリータとかメキシカンなカクテルがこんな感じでありますね。下の方にはテキーラとかも。はい、取ってきました。これがトルティージャって書いてましたね。上にチキンとかオニオン、トマト、ライム、パクチー乗せてます。そしてナチョスも盛りだくさん。いやフルーツもあるのめっちゃありがたい。しかも景色もこんな感じで最高です。奥にマイアミの海の景色素晴らしい。さあいただきます。いや久しぶりにメキシカン料理食べますね。それこそこの間のジャパネットクルーズ MSC ベリッシマに乗った時以来かも。普通に美味しいですね。なんかアメリカ来てここ来る前に LA にいたんですけど、なかなかね金銭的に厳しいからこんな豪華なものあんま食べてなかったから普通にめっちゃ美味しい。で他のカジュアルクルーズだったらこういう軽食、ビュッフェコーナー行けば無料なんですけど、他の軽食屋さんが無料っていうのはあんまりなかったんで、すごいですね。やっぱ規模がでかい。インクルーシブが多すぎる。で今館内放送流れてますけど、なんかスペイン語でベラベラ喋って全然何言ってるか分かんないですけどね、英語とスペイン語は喋ってくれますね。さすがに日本語は一切聞こえてきません。日本人今のところ周り見渡しても乗ってるの僕ぐらいじゃないかって。大丈夫かな。英語も僕ちょっとしか分かんないんでね不安ですけど頑張ります。でも本当客層が良くてみんな優しいから多分大丈夫だわ。よしじゃあそろそろ部屋の準備ができたっぽいんでお部屋の方行きましょうか。そういえばこれめっちゃ重要なことだと思うんですけどね、インターネット Wi-Fi は残念ながら有料なんですね。で1日あたりどれぐらいだったかな、ちょっと忘れたんでテロップで今下に出しておきますけど、それかける日数分必要で、船に乗る前に割引とかがあるんで乗る前に乗った方が安く Wi-Fi つなぐことができますね。で今回、僕結構使うのでパソコン PC2 台分で今つないでみたら2分の1、コネクティッドって書いてる。もうつながったのこれ。すごっ。今 Wi-Fi つないでなんか勝手に画面開いて2つのうち1つのデバイスが使われてるって書いてますね。めっちゃ便利じゃん。これもハイテクなんだ。客室に行きたいんだけど全然乗ったばっかり初めてだからどこに向かえばいいのか分かんない。スタッフさんに聞いてみようかな。Excuse me, how can I get to my room? 3-1, this side, deck number 3. And then you ride the elevator. Go over there and Yeah, there's an downstairs. downstairs. Okay, thank you. はい、客室は3階でした。こっちエレベーター出て進んでいったら廊下が見えてますね。3182だから3階の182左手だ。で今回のお部屋は海側の客室で窓付きですね。いや実は一番ボトムのお部屋予約してたんですけど、なんかねロイヤルカリビアンビット制オークション形式で空室があったら、自分で金額選んでアップグレードもし空いてればしてくれたりするんですよ。で最低金額で予約して海側客室にアップグレードされました。でこれが鍵？こんなところに置いて大丈夫なのか、セキュリティが。でもお金持ってる人しか乗ってないからな、大丈夫なんだろう。でこれを開かない。これ後ろから開けることできましたね。カードが2枚入ってますね。すごいカードも華やかだ。これピンクと紫で、これで入れました。これはめっちゃいい感じだ。やっぱり新しい船だからまず内装がとっても綺麗ですね。今まで乗った船の中で一番綺麗で、中は早速右手にこの大きなソファー、足を思いっきり伸ばせます。ここでも寝れるソファーです、これは。で目の前には素敵なアートも2つも飾られていますね。で左手にこんな感じでデスクのこのデザインもねちょっとこだわりがある、遊び心があるというか、目の前の鏡もただの四角じゃなくてちょっと湾曲してるんで、すごいポップで可愛らしい
デザインですね、この辺は。で黄色とかオレンジとか、この南国らしいちょっとカラフルな色合いがね、カリビアンっていう感じですね。下は青なんで海を連想させます。でベッドがこんな感じでキングベッドが置かれててめちゃくちゃ大きいですね。そして今回は窓付きなのでこっち側行くと、うおいいじゃないですか。やっぱクルーズはね、海側の客室取ると取らんとでちょっと気分の上がり具合が全然違いますよね。3階で下の方なんですけど、よりなんか海が近いので、これはこれで大海原のこの波の力強さを感じられるんで、悪くないんじゃないでしょうか。パブリックスペースで上に行けば景色は眺めることできるんでね。何より起きた時に光が入ってきてほしいので、あとここにクッションがなんかついてて、なんかここに座って映え写真撮ってくださいとか、そんな感じなのかな、ちょっと分かんないけど。で左手にはコンセント、USB ケーブルもちゃんとついてるんで、ミニテーブルもあるし、この辺は新しいホテルなんで、ホテルじゃない、クルーズなんでね。しかもここもなんかスペースをうまく使ってなんか棚になってますね。1週間滞在するから、ここを自分の家みたいに使えるっていうのがいいですね。でベッドの正面にこんな大きなテレビがあります。左右間接照明で、おしゃれだ。ここにも照明があるけど、あとは細かいところはちょっと引き出し開けてみますか。ここは何も入ってない。で下は冷蔵庫があって、この中何も入ってないですね、特に。お水とかビュッフェコーナーに行って自分でボトルとかに継ぐ感じか。でこの中に、ヘアドライヤーです。でもロイヤルカリビアンはね、確かヘアドライヤー持ち入ることができるんで、こだわりがある人は持ってきた方がいいと思います。外国のドライヤーしょぼいんで。でここはこの辺何も入ってないですね。さっき言ったように長期滞在なんで好きなもの入れてください。でコンセントはね、一応日本のものもこれ挿すことができますね。世界中の USB-C も A タイプも両方ついてるし、ここには。そしてクローゼット、ここ左手ですね。まず開けると、これがクローゼットか。ハンガーめっちゃたくさんあります。これなんかこれはどうやって何のためにこれ使うのかちょっとよくわかんないです。下にもかけることができるようになってます。でもう一個扉があって、めっちゃ広い。これはありがたいですね。もう完全にスーツケースの中のものを全部出してここにかけられるぐらいのハンガーと広さがあります。2人で来た場合も。さらには下にも置くスペースがあって、こんな丁寧にカゴまで準備してくれてますね。外国、特にアメリカでこんなね、気の利いたサービスなかなかないですからね。素晴らしいロイヤルカリビアンで、ここにもなんかちょっとミニテーブルがあるんで、何かしらで使えそうですね。で鏡、そしてこの扉の先が水回りかな。その前にエアコンはセルシウスじゃないんでちょっとよくわかんないですけど、ただタッチパネル好きで、手軽に動かせそうですね。なんかとってもこれ新しいな。今までの船とは違う。開けやす、スムーズ。これパターンってね、船だと結構閉じるケースがあって使いづらいんですけどね、ちゃんとこれ止まってくれますね。で入ったら十分だな。これトイレがあって、さらにこっちにもほらスペースちゃんとこう有効活用してる感じがありますね。奥になんか物を置けます。で左手に洗面台が1つ、鏡も大きい、照明も明かりがしっかりあるから、これだったらちゃんとお化粧もできそうですね。これはなんだ、ソープですね。石鹸があります。そしてミニタオル、コップでコンセントですね。ドライヤー、水回りもこうやって棚があるし、下にもたくさん物を置くスペースあるんで、持ってきたもの、ここも引き出し、ほんとね、一応狭い空間の中でもスペースを有効活用してる具合がすごいな。こんなところにゴミ箱置いてるんですね。でシャワールームもなんかこれレースカーテンとかじゃなくてちゃんと扉だから、こっちが濡れずに済みます。でここにバスタオルがたくさんありますね。すごい、椅子ついてる。これも初めて見た。今までの船でこんなんなかったぞ。で右手にハンドシャワー、日本人でも嬉しいタイプです。この辺の蛇口も分かりやすそうですね。マークとかついてて、でシャンプーとかリンスは残念ながらないですね。これヘアボディウォッシュなんで共用のやつです。カサカサになっちゃいます。持ってこないと。これも
扉もどっちかに開くタイプじゃなくてこの真ん中に収まるんで、これもスペースの有効活用ですね。さすが最先端。デスクの上にはこんなものがありました。 Don't miss the show って書いてますが、多分ねこれ主要の見逃してはいけないショーをこの1枚の紙にまとめてくれてるんですね。アプリでもイベント全部見れるんですけど、多すぎて正直どれ言ったらいいねんってなっちゃうんで、こういうのがあると助かりますね。今日も夜に The Big Welcome Party があるみたいです。一番右上で、さっきお部屋の中にメインのイベントが書かれた紙はあったんですけど、それ以外はもう全てこのアプリで見るんですよね。なんでスマホのアプリが正直なかったら何も確認できないレベルに、逆に言うとスマホがあれば何でも確認できます。これ上にしてみるとデイリープランナーで今日の朝のこと書いてますけど、こんな感じでもうイベントが目白押しで、絶対に1回の挑戦じゃ全部参加しきれないぐらいありますね。で自分が参加したいものがもしある場合はちょっとわけわかんないですよね、多すぎて。なんで例えばこの上のところのエンターテインメントを押してみると、これをするとエンタメだけ表示してくれるようになるんで、例えばこのロイヤルシアターって書いてあるシアタールームで開催されるやつ参加したかったら、これをタップしてここからどんどん進んでいけば、予約できるやつは予約することができるようになってます。でマイカレンダーのとこを押すと、自分が予約したリストがここに表示されるんで、例えば5日目だったら僕この有料レストラン予約してるんで、こうやって出てきます。ここに打ち込んでいけばアプリ上でスケジュール管理がすごいしやすくなります。はい、じゃあこれから7泊8日の東カリブ海ロイヤルカリビアンアイコンオブザシーズの旅が始まります。で今回の旅気になる料金なんですけど、今はちょっと夏の繁忙シーズンなんで普段よりも少し料金が高めだったんですよね。内側客室の料金でこんな感じですね。1室の合計がだいたい60万円、1室料金なんで2名で泊まった場合は1人当たりだいたい30万円台っていう感じですかね。今回60日前までの早割を利用したんで少し割引が効いてその価格で、この中には諸税と船内チップがもう含まれているんですよね。これは結構便利ですよね。日本人からしたらチップ毎回渡すのめんどくさいんで、基本的にはもうインクルーシブの中にはチップ料金は含まれてます。なんで有料レストランとか行った場合はまたチップを渡した方が、このロイヤルカリビアンの場合はアメリカ戦なんでねいいかと思いますけど、煩わしい支払いとかは基本的にあまりないですね。このクルーズカードですね、お部屋の中にあったルームキーにもなる、これを見せればもう自動的にクレジットカードはもう事前にアプリから登録しとけば、これで支払い済ますことができます。他の船だったらクレジットカードを登録しなきゃいけない時とかあると思うんですけど、ロイヤルカリビアンの場合はクレカの登録を事前に自分でアプリで登録させられるのは便利ですね。で途中で言った通りオークション形式、空室がある場合は入札式で金額を自分で設定して、もしそれが通れば客室アップグレード通ることができて、例えば僕は今回内側客室予約したんですけど、ここのお部屋は7泊8日で1室200ドルかな、一番低い額でビットしたんですよ。200ドルでもいいし、500ドルでもビットすることができます。良かったですね。200ドルで7泊分でこっちの海側の客室になったんだったら結構いいと思います。なんでそういう手もありですね。最初安い客室予約しといて、多分これだけ大きな船だったらビット式でオークション結構アップグレードのチャンスあると思うんですよね。バルコニー付きとかだったらもうちょっと2倍ぐらい、1室400ドルぐらいになるのかな多分、それぐらい払えばアップグレードできるようになると思います。ただね、今回は夏の時期で繁忙シーズンでちょっと料金が高めだったんですよね。でもうちょっと閑散期の時だったら1室合計40万円、1人当たり20万円台ぐらいでいけると思うんですよね。それだったら1泊あたり3万円台ぐらいで乗れるっていうことになりますかね。一応ロイヤルカリビアンはカジュアルクルーズではあるので、カジュアルクルーズって1万円台2万円台で乗れる時もあるんですけど、このアイコンオブザシーズは最近できた船で最上級グレードっていうのかな、一番大きな船なんでやっぱちょっとだけ値段も高くなりますね。その価値があるということだと思うんでね、楽しみです。今回の船旅で改めて日程整理してみるとこんな感じですね。今日出港日マイアミから4時半に出て、で明日明後日2日連続終日クルージング、海の上で過ごすことになるんで、そこで船内ねたくさん巡ってみようと思ってます。で4日目にセントマーチン、飛行機がぐーってビーチの方を通って本当にスレスレのとこ飛行機綺麗なビーチから眺めることができる有名な場所ですね。ここ初めて行くんでめっちゃ楽しみです。で5日目がセントトーマス島で、ここもね行ったことない島なんでねワクワクしますね。で6日目にもう1日だけ終日クルージングがあって、
7日目のパーフェクトデイアットココケってやつはなんとロイヤルカリビアンが所有してる島みたいです。なんでそこで本当にいろんなアクティビティとかエンターテインメント施設があると思うんで、人々を楽しませるための、これも初めての体験でもどういうものが見られるのか全然わかんないんで本当楽しみなんですよね。でココケで楽しく過ごした後8日にまたマイアミに帰ってくるという予定になってます。はい、でせっかくなんでこれから海外にクルーズ旅行ってみようって考えてる人たちのためにクルーズの前に一応準備しておいた方がいいよっていうのはアドバイスとしてまとめてみました。で1つ目がまずスーツケース。僕持ってきたのはこれですね。サムソナイトのスーツケースで、これシーライトっていうめちゃくちゃ軽量なスーツケースです。見てこれ、小指で持つことができて、これで94リットルも入るんですよね。最近僕これ買ったんですけど本当に軽くてびっくりしてます。遠くアメリカとかやっぱ海外旅行はね、遠いところ行くと荷物重いと嫌なんで、今回僕もスーツケース預けずに自分で手持ちできたんですけども、軽いから本当に便利でしたね。なのでこれねちょっと本気でおすすめしたいんですよね。で次の準備でドレスコードなんですけど、クルーズって夜の時間になるとドレスコードがあって、みんなでこういう服装をして一緒に楽しもうみたいな雰囲気になるんですよね。その辺はねやっぱり雰囲気に一緒に乗って楽しむためには結構重要っちゃ重要だと思うんで、僕もね最初はもういやドレスコードとか堅苦しいしめんどくせえよって思ってたんですけどね、やっぱ揃えた方が楽しいことは間違いないですね。とはいえ全然ラフな格好の人もいるんで、それは必須ではないですけど、ちゃんとドレスコードを意識した方が楽しめますよっていうところなんで、そんな感じのイメージで服装は準備してきたらいいと思います。で次にこれですね。かなり重要です。絶対に持ってきといた方がいいこの蓋付きのタンブラーみたいなやつ。僕今回タンブラーとか持ってきてなかったんですけど、運よくプロテイン持ってきてたんで、このザバスの蓋付きのやつがあったんですよね。でお水をいろんなところでウォーターサーバーがあるんで入れることできるんですけど、ペットボトルでは入れるなって書いてるんですよ。なんか氷が落ちちゃうから、下に口がちっちゃくて。なんでこの口が大きめのこういうタンブラーみたいなやつは絶対に必要です。あとは簡単にウェブ周りの話なんですけど、公式アプリはダウンロードしといた方がいいというか、多分代理店で予約したらダウンロードしとけよって言われると思うんで、もう完全にねこのアプリを利用していろんなことをやります。さっき言ったクレカの登録もそうですし、1日目から8日目までのタイムスケジュールもこのアプリを見れば一目で分かるようになります。どこで何をしてるのかとか。あとはアプリを使っても事前にいろんなアクティビティとかショーとかそういったものを予約することができるんで、これねもう予約決まった時点ですぐにやった方がいいですね。なんでかっていうと、人気のアクティビティとかショーは、あとレストランの予約も予約でいっぱいで、その日その時間に行けないってことが発生することがあります。なんで僕の動画を見て、このレストランアクティビティショーはちょっと絶対行きたいなって思うものがある場合は、もう予約した瞬間にこの日にこの時間に行こうっていうのを決めて予約することをお勧めします。早めに。あとは Wi-Fi とかもその他レストランの予約とかドリンクパッケージとかそういったものもこのクルーズが始まる前に予約した方が早期割引みたいなのやってるんで結構安くなったりするんで、例えば僕だったらもう Wi-Fi 絶対使うからもう Wi-Fi は買っておこうっていう感じで事前に買っておいた方が当日買うよりも安く済むケースが多いんでね、そのあたりちょっとアプリはちゃんとダウンロードしてもう乗る前に使いこなしておきましょうっていうことですね、準備として。で最後にですね、やっぱね英語はちょっとは話せた方がいいと思います。まず公式アプリは全部英語ですし、スタッフさんにも日本語はほとんど通じないんで、船内案内もですね、英語はちょっと話せた方がスムーズに快適にクルーズ旅は楽しむことができると思いますね。で最近僕もちょっと使ってるんですけど、英会話学習アプリでめちゃくちゃいいやつがあってですね、このスピークっていうやつなんですけど、これめちゃくちゃ手軽に英会話の練習ができるんですよ。僕ね一応ね学生時代ちょっとだけは英語勉強してきたんで、普通の人よりは英語を喋れるんですけど、片言であれば。でそういう英語をちょっと勉強してきた身として思うのは、これは今までにない本当に画期的なアプリだと思いますね。何が画期的かっていうと、最新の AI 機能を使っていつでもどこでも気軽に英語学習ができるアプリなんですよね。ちょっと実際にアプリを立ち上げてみますね。ここのスピークっていうやつを押してみると、まずはこんな感じで英会話のレッスンが出てくるんですよね。自分のレベルに合ったレッスンを選ぶことができるんで、本当に初心者から上級者までどんな方でも英会話の学習をすることができるような仕組みになってます。まずでこのスピークで本当に画期的なのは AI を使って自分オリジナルで自由自在の英会話レッスンを組み立てることができるんですよ。
ここのフリートークっていうところから入っていくと、自分のシナリオを作成っていうのがありますよね。これを押して、例えば今回のアメリカ旅行でありえそうなシチュエーションを自分でちょっと考えてみて打ち込んでみます。最近はこう入国審査が厳しくなってるみたいな声を聞くんで、ここの自分の役のところにアメリカに入国した日本人って打って、 AI のところには入国審査官ですね。シチュエーションというところにはこれから入国するところ、絶対にあるシチュエーションですよね。アメリカに旅行するんだったら。で、会話を始めるボタンを押してみます。 Welcome to the United States. Do you have your passport and visa ready for inspection? こんな感じで質問が来るんで返してみますね。 Yes, I do. Here you are. で、今答えてみたらこれチェックマークがついてるんで、完璧な表現ってね、フィードバックしてくれます。じゃあ次。 Thank you. Can you tell me the purpose of your visit to the US? で、これまず初心者の人だったらこの質問の意味が分かんないとかあると思うんですよ。その場合はここの真ん中ら辺の文 A っていうやつ、翻訳ボタンを押すとこうやってね、日本語も出してくれるんで、安心してレッスン進められますね。で、答えてみると I'm gonna ride a cruise。ここでね、なんかアスタリスクのマークが出たんで、これをチェックしてみると、こうやってね、ちょっと普通とは言い方違うよみたいなところでフィードバックまでしてくれるんですよ。その場でこれ確認できるのがいいですよね。クルーズに乗るっていうのはライドじゃなくてテイクアクルーズっていうのがいいみたいですね。船。このアスタリスクの部分で確認できるっていうのがいいですよね。オンラインの英会話とかだったら間違いを指摘されずにそのまま間違えたまま進んじゃって結局上達しないじゃんってなったりするんですけど、これだったら正しく英会話の勉強ができます。で、次。 That sounds exciting. Which cruise are you taking and where is it going? スラスラ答えれる人はどんどん答えていけばいいんですけど、わからなかったらこうやってね、翻訳で、ちょっと答え方もよくわからんなってなった場合はこの録音ボタンタップしてくださいの横のヒントマークを押すと、こうやって、どうしても答えられない場合はヒントというかね、答えらしいものを出してくれます。なんでこれもうダメだって言って落ち込んだり挫折することなく学習続けられそうですね。で、ちなみにこれちょっと用事ができたから一回中断しなきゃいけないみたいな感じになったらフィニッシュ。 Thank you for sharing. Enjoy your cruise to the Bahamas. Have a great day. こんな感じでもうレッスンクリアで終わらせることもできるんですけどね。ただ入国審査官の前でこんなこと言ったら多分別荘送り気になるんでね、絶対言わないでください。これあくまで例なんで。で、ちなみにね、これレッスンが終わったらこんな感じで今回の英会話でできなかった表現を何回も繰り返して定着させることができるようになってるんですよ。今回だったら I'm going to take a cruise っていう風に書いてますけど、レビューを始めるを押してみると I'm going to take a cruise. I'm going to take a cruise. I'm going to take a cruise next summer. I'm going to take a cruise next summer. 来年の夏にクルーズに行く予定です。I'm going to take a cruise next summer. こうやって自分が言えなかった表現を繰り返しいろんな形でレッスンしてくれるんで、これで定着させることができるってことなんですよね。ぶっちゃけこの復習をやらないと英会話は定着しないんで、やる意味がないと言っても過言じゃないぐらいだと思うんですけど、このアプリだったらレッスンをすればするほど自分に合った復習をして定着させることができて、目的に合った英語学習を効率よく勉強することができるっていうのが本当に素晴らしいと思いますね。ということで、今も昔もちょっと英語が僕できないから海外旅行心配だなって思ってる人や、英語学習するにしても机に向かうのとか英会話教室に行くのはお金も時間も取られるし億劫だなって感じる人多いと思うんですよ。でもこのスピークのアプリがあれば、本当にスマホ1台あればすぐに英会話の勉強をすることができると思うんで、やっぱ素晴らしいですね。画期的だと思います。やっぱり英語をマスターするにはたくさん聞いて、そしてたくさん話しまくることが大事なんでね。さらに相手が AI なんで、いやそれは間違ってるよ、こういうふうに言った方がいいよっていうのをはっきりと正してくれるっていうのも上達する上ではかなりありがたいです。で、今回動画を見てくれた方限定で8月末まで特別な割引があります。料金が気になるという方も無料体験期間があるんで、ぜひ一回やってみてどうかなっていうのを試してみるのがいいと思います。気になった方は画面上にある QR コードもしくは概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。で、この QR コードか概要欄のリンクから登録しないと割引が適用されないので、それだけちょっと気をつけてくださいね。僕もね、久々に海外旅行に行くと英語ちょっと忘れちゃったかな、喋れるかなって、こうやってシチュエーションでもう一回復習できるのはありがたいんでね、今回これで勉強してきたんで、日本語一切通じないここの
ロイヤルカリビアンアメリカでもなんとかなると思います。よし、じゃあちょっと外に出かけてみましょうか。今から4時30分出港なので、こんな感じで16階でパーティーが始まりました。スタッフさんですね、今ここで踊ってるのは。お客さんが周りにいっぱいいますけど、ここだけじゃなくてこんな感じで、さっきちょっと見せたこの辺りのプールにもたくさんの人がいて、出港の時を楽しんでます。すごい、本当にものすごい人の数だ。一気にダンスパーティーが始まりました。さすがカリブ海クルーズだ。みんなダンスがうまい。日本船に比べると。今これ船のお尻の方、船尾に来てます。インフィニティプールにはものすごい数の人がいますね。で、上にはこれ傾斜やばくないか、このウォータースライダー。いや、こんなに急なの見たことない、船の上で。そして4時半過ぎましたけど、まだ動き出しません。はい、実はもうすぐ4時50分です。20分遅れてます。で、右手にこれカーニバルマジックって書いてるんで、カーニバルクルーズっていう別のクルーズがマイアミに着岸してます。これもでかいけど、今乗ってるロイヤルカリビアンの方が圧倒的にでかいと思います。いや、巨大クルーズがこんなに何隻も着岸する港ってなかなかないですよ。日本にないんじゃないですかね。マイアミはクルーズの街ですね。すげえめっちゃみんな手振ってくれてる。はい、今5時になって出港しました。目の前にたくさんの人たちがインフィニティプールに浸かって出港の様子を眺めてます。この非日常感ですね。まさにクルーズの景色っていう感じ。奥の方にはマイアミのダウンタウンの景色もはっきり綺麗に見えてます。うわー、左手の方には MSC のワールド・オブ・アメリカも見えてます。あの船もとんでもなくでかいですよね。なんか見た感じ、この高さはアイコン・オブ・ザ・シーズよりでかいんじゃないかっていうぐらいの迫力がありますね。長さは確かこっちの方が長いんですけどね。あれも乗ってみたい。いや、マイアミ、僕実は人生で初めて来たんですけど、クルーズに乗りに来たっていうところでマイアミビーチを散策とかはできなかったんですね、今回日程の都合上。でもやっぱりこの太陽降り注ぐ南国の雰囲気がリゾート地っていう感じでやっぱテンション上がるわ。この辺りとかなんか見た感じ人工島っぽいですよね。ヤシの木もたくさん植えられてて、奥には都会的なビルもありつつも南国リゾートの雰囲気も一緒に味わえるというアメリカを代表するリゾート地マイアミです。あ、そしてちょっと進んでいったら目の前に見えてるのがまさにこれがマイアミビーチです。うわー、綺麗だな。いや、これ奥の方まで全長何キロぐらいあるんだろう。規模がこれもでかい。さあ、そしてお楽しみの夕食の時間になりました。今日はまずはメインダイニングでディナーいただこうと思います。うわ、この時点できらびやか。うわー、すごい。なんか高級レストランダイニングに来たみたい。まあでも服装はカジュアルな人も全然いるので、そんなにこういうオールインクルーシブのレストランだったらドレスコードは堅苦しく気にする必要はなさそうですね。お、ここに案内してくれるのか。はい、でメニューはここはコース料理をいただくことができます。前菜スターターにメインにデザートまで好きなもの食べ放題ですね。オールインクルーシブで、ちなみにロブスターとかフィレとかは追加料金を払ったら食べられるみたいですね。で、これがお酒のメニューですね。有料にはなりますが、ただ、別にバカ高いっていうことはこれアメリカの物価的にはないとは思いますけどね。プロセッコ一番上だったら8ドルで
この辺ロゼとかが下にもあって、右手がホワイトワインで、こっちだったら10ドル、はい、下の方まで並んでますね。で次のページにはレッドワイン、結構でもたくさんの種類からこれ選ぶことできますね。確かコスタとか他のカジュアルクルーズだったらこんなに種類なかった気がする。はい、まず頼んだ前菜はスピナッチ&アーティチョクティップってやつ。あとは座った瞬間にこんなパンまで出してくれました。いやーどんな味かな。おお、これサクッと、中にめちゃくちゃたくさんほうれん草入ってるわ。スプーンじゃなくてこれに乗せて食べなきゃな。これをナチョスっていうんですかね、このチップスを。あ、これうまいわ。中がクラムチャウダーみたいなクリーミーな味わいで、そこにもう本当にどっさりとほうれん草が贅沢に入ってる。結構クオリティ高いですね。最初のメキシカもそうだし、ビュッフェもチラ見したんですけど、これ食事のクオリティ今まで乗ったコスタとか MSC よりも高い気がする。ちょっとその分値段もするんでね。はい、メインはプライムリブです。すごいな、これめっちゃでかい。自分の手のひらぐらいの大きさがありますよ、これは。いや、それより多分でかいわ。こんな大きなローストビーフみたいな感じになるのかな、このプライムリブは。で奥の方にはポテトと人参とブロッコリーとかかな。いや、これは絶対美味しいやつ。ミディアムって言ったんだけど結構赤身たっぷり。おお、柔らか。めっちゃ柔らかくてホロホロだけど赤身たっぷり。すごいね。なんか豚の角煮みたいにホロッととろけていくわ、これ。これ普通に美味しいんだけど。いや、ちょっとね、僕の以前のコスタとベリッシマのこのリアクションを見てください。多分ちょっと違うと思いますね、これは。本気で美味しい顔を今日はしてると思います。日本丸とかにも乗りましたけどね、日本丸のローストビーフも美味しかったんですけど、ロイヤルカリビアンのこれももうローストビーフの厚い版って感じでうまい。これ食べ放題はやばいな。そして赤ワイン。いやー最高すぎるわ、これは。ワインもね、ちょっとスタッフさんに聞いて赤身に合うものを頼んだんで、フルボディに近い味。うまい、最高。デザートはチーズケーキにしました。これも美味しそう。アメリカンなチーズケーキですね。どちらかというと甘みが強め。個人的には日本のちょっと酸味が効いたチーズケーキが好きですけどね、ここはアメリカなんで、いちごと一緒に、いちごと一緒に食べると酸味が出ていいですね。でもチーズだからワインが合いますね。デザートはちょっと甘みが強めでしたけど、でも本当に出てきた前菜とメインのクオリティが本当に高くて、これは満足です。しかもこれ毎日メニューが変わるみたいなんで、明日も明後日も最終日までも全部楽しみですね。これはもう毎日ここのメインダイニングでもいいんじゃないかっていうくらいね。でもビュッフェも豪華みたいなんでね、それも楽しみです。これ有料レストラン行く必要あんのかな。はい、ご飯食べてもう一回ここの中央のプロムナードに来てみました。右側ここ見るとなんか素敵な、まるでロンドンのパブを連想させるようなこの雰囲気のいいバーで今生演奏が行われているんで、たくさんの人たちがお酒飲み交わしながら楽しんでますね。ここにも時計、最初見たやつ、アイコンオブザシーズって上に書いてますね。でこっちの左手見ると、あそこにゲストサービスですね。何か困ったことがあったらあそこで相談すればいいっていう感じかな。なんかこれすっごい大きな犬の像がありますね。こういう遊び心がある銅像が船内には結構たくさんあります。であそこにあるのがウイスキーか何かかな、多分見た感じ。そうですね、こんな感じでたくさんのウイスキーが販売されている場所です。でまた中央にやってくると、入ってくる時に見たザ・パールが目の前、また違う色になってる。夜になったら入ってきた時なんかピンク色みたいな感じじゃなかったっけ。ブルーに今の時間帯は輝いてますね。でこっち側が
エントランスですね。入ってきた場所。お、何これ、なんか船内にエレベーターがある。あ、でこの下がカジノなんだ。へえ。カジノはちょっと中さすがに撮影できないと思うんですけど、エレベーターで行く特別感ですね。あれ、今までのクルーズでエレベーターって見たことない気がする。でさらに抜けていくと、うわ、すごいな。船内にスターバックスがある。スターバックスアイコンオブザシーズ店ですね。でここにはなんかタンブラーみたいなやつも販売されてます。左下見て、これアイコンオブザシーズの限定マグカップが販売されてますよ。都市以外のやつは初めて見たぞ。これ欲しくなりますね。でメニューももちろんこれ完全にスターバックスのやつで、店員さんもスタバの緑のやつ巻いてますからね。この辺に、スイーツとかお水も販売されてるし、こっちにはさらに多くのタンブラーがねありますね。緑の観葉植物もあるし、あとはちょっと今時間ないんで行かないと思いますけど、あっちの奥にロイヤルカリビアンのオフィシャルグッズショップもありますね。でこっちの方にはこの辺は今みんなショッピング楽しんでますね。左手には時計かな、時計とか、こっちには高級ブティック、カバンも販売されてます。そして奥には、右手はなんかこれカラオケって書いてます。中でこれ多分カラオケ楽しむことができるスペースがあるのかな。ちょっと行ってみると、中にステージある。多分ここで希望すればカラオケ歌うことができるんでしょうね。右手にはバーもありますね。でその反対側には、ここもね結構な人でにぎわってるんですけど、なんとピザを24時間いただくことができるみたいです。ここのピザ美味しいらしいんで、またどっかのタイミングで食べに来ようと思います。でこっちの方にもショップがありますね。中央のところはコスメが販売されてる場所かな。シャネルって真ん中書いてますね。こっちがジュエリーかな。ショップもたくさんあります。でなんかここは記念写真撮れるスペースですね。ここで撮ってもらったやつを後で購入することができる。船内にはカメラマンさんたくさんいるんでね。で奥に行ったら、ここがロイヤルシアターです。夕食の後、今日はここでシアタールームでショーを楽しみます。入り口は一つ下の階の4階でした。上にも席があるってことですね。なんかこの間接照明ブルーのライトで特徴的ですね。中広い。こっちの後ろから前の方にかけて広々とした席が続いてます。この辺なんかコスタスレーナはめちゃくちゃ華々しいシアタールームだったんですけど、比較的ロイヤルカリビアンはシンプルだけど、やっぱこのライティングとかが近代的な感じですね。さあどこに座ろう。前の方がいいかな。初日のメインシアターでのショーは世界的に有名なコメディでありジャグラーであるアダム・カリオさんという方のショーでした。世界ジャグリング選手権で2度も優勝している方で、技術力は本物なんですが、ただのジャグリングじゃないんですね。随所に笑いを織り交ぜて観客を巻き込んでいくスタイルで、子供から大人までみんな爆笑してました。途中で客席から人を呼んでステージに上げたりいじったり、アメリカのエンタメらしい自由でノリの良い雰囲気が印象的ですね。ただ日本人として見てると、アメリカ人の笑いのツボの違いも感じます。正直こっちはそれそんなに面白いかって思うことでも、周りは笑っていたり、日本人はやっぱりお笑い芸人のネタとか構成された笑いに慣れてるんで、笑いに対するハードルがちょっと高いのかもしれませんね。そういう文化の違いを感じられるのも外国でのクルーズの一つの醍醐味ですね。言葉が全部わからなくても空気で楽しませてくれる、そんなパフォーマンスでした。ショー終わって外に出てきてみたんですけど、やっぱりロイヤルカリビアンはこれライトアップも華々しいですね。お昼歩いたパークのところ、夜もちょくちょくと人が歩いてますね。下見るとくつろいでる人たちもたくさんいます。このライトアップされて照らされてる緑もまた綺麗ですね。お昼とは全然違う雰囲気。やっぱり本当街の中みたいだな、これ見ると。奥のインフィニティの方にも行ってみよう。おいこの人大丈夫か。この遊び心ある感じがいいですね。またロイヤルカリビアン、こっから見ても綺麗。煙突がこの真ん中にちょうど
抜けていく感じ。プールは夜はさすがにクローズしてますね、この辺りは。ただね、こっちの左側見たらこれですよ。ジャグジーは夜の時間も空いてるんで、もうパンパン。日本の大浴場でもこんな感じにはならないですよ手を振ってくれてるノリいいなアメリカ人こんなん絶対日本の船だったら見られない光景だ。面白い。いや、マイアミだとね、カリブ海は本当にいろんなクルーズとこうやって行き来しますね。行き来っていうか、これ同じ方向に進んでるんじゃないのかな。でもサイズ的にはなんかラグジュアリークルーズっぽい。あれ少しちっちゃいから。子供たちも夜まで楽しく遊んでますね。この辺のスライダーも明日とか明後日に滑ってみようと思います。ワクワクが止まりません、1日目から。夜はさすがにこの辺のビュッフェコーナーはオープンはしていませんね。この辺のバーもプールサイドも空いてるのはピザ屋さん、あと他どっか空いてるのかな。ガーデンのとことか空いてるのかな、もしかしたら。ちょっと分かんないです。あ、左上はあそこバスケットコートかな。一面分の広さを誇る一番上の方にあるんですね、このコート。夜もまだ元気にみんな遊んでます。そして今夜の11時30分、このあと12時にウェルカムパーティーで風船バルーンが豪快に下に落とされるみたいです。それの前座としてこんな感じで皆さんダンスを踊って楽しんでます。あっちの中央にもステージがあるし、ここの上にも踊ってるスタッフさんがいますね。お祭り状態、すごい雰囲気です。そして24時が迫るにつれ、ここのロイヤルプロムナードにぎっしりと人が集まってきて、ウェーブまで始まってみんなテンション爆上がりしています。もうすぐ風船が落ちてきますよ。はい、おはようございます。朝になりました。今時刻は9時12分。昨日12時回ってまでパーティーやってたんで、少し寝るのが遅くなってだいぶ朝が遅くなりました。太陽が結構上にありますね。ただもうこの時間、一応朝なんですけど、結構たくさんの人たちがもう外に出てきて遊んでます。下はプールですね。子供たち遊んでて、反対側こっち見てみると真ん中すごい、朝からこんなにたくさんの人たちがプールの中でエアロビクスを楽しんでますよ。この光景は日本だと多分朝一でこんなにたくさんの人たちが集まることないんじゃないの、プールで。いやー、やっぱ欧米の人たちはね、こういうの健康に対する意識高いわ。朝の千尾の方のサーフサードのこのポップなカラー、太陽とまた一緒に映えますね。奥の方に海が見えてます。そしてスライダーももうオープンしてる。では朝食、昨日の夜も食べましたけど、朝もなんとメインダイニングで朝食いただけるみたいです。Hi, hello, good morning. Morning。でメニュー表こんな感じで、ブランチって書いてますね。ブレックファーストじゃなくて、朝食とランチ一緒にしたい場合はここがいいんじゃないかっていう感じですね。今回みたいにちょっと遅く起きたら。でメニューが結構これいい感じですね。上がフルーツプレートとかシーザーサラダ、グラノーラ、はい、で真ん中には卵料理ですね。エッグベネディクトとか自分で卵料理選べたりとか、フレンチトースト、パンケーキ、人気の朝食メニューもあるし、なんと下にはこれハンバーガーにフィレ、ステーキあるの。朝からアメリカ人やっぱ食う人いるのかな。ちょっとね、僕まだ起きたばっかだからきついですね。一番下にデザートもあるし、ビバレッジももちろんインクルーシブでいただけますね。ちょっと有料のやつもあるけど、
注文しました。すごいなこれ、見栄えもめっちゃいい感じ。まずこれフルーツプレートにクロワッサンにバナナパンケーキが、これ美味しそう。メープルシロップもちゃんとかかってる。なんかこれ中に練り込まれてるぞバナナが。でエッグベネディクトですね。そしてハンバーガー、こんな感じで中にめっちゃ大きなこれジューシーそうなお肉ありますね。さすがアメリカだ。でこれがシーザーサラダですね。あとはドリンクはコーヒーとなんか V8 って書いてるやつ、これなんじゃって聞いたら野菜フルーツたっぷりって言ってました。こんな感じでオーシャンビューでいただきます。お目覚めドリンクは V8。 おー、めっちゃヘルシーって感じだな。トマト健康のドリンクって感じです。そしてパンケーキが絶対美味しい。キャラメルソースが上にかかってて、これがメープルだ。パンケーキもふわふわで、やっぱこれバナナが練り込まれてるのが最高っすね。自分の好きなタイプのパンケーキ、やっぱり昨日の夜に引き続き朝食のクオリティも高い。なんか MSC ベリッシマだったらヨットクラブっていうちょっと上級の客室、それで専用のレストランでも朝食食べたんですけど、そこと同じかそれ以上のクオリティがある気がしますね。ロイヤルカリビアン、ご飯うまい。ハンバーガーもいただきます。いや、お肉が肉厚ジューシーで美味しい。かかってるソースはタルタルソースのマヨネーズ的な、そんな感じの味わいですね。パンもマクドナルドのハンバーガーより全然美味しいですね、こっちの方が。いや、これはいいな。ここに来る前にロサンゼルスいたんですけど、朝ごはんちょっとアボカドトーストのちっちゃいやつとかスムージー頼んだらもう4000円とかしたんですけど、これ食べ放題ですからね。アメリカの旅行でこのクルーズだったらやっぱかなりコスパがいいっていう風に感じちゃいますよね。食の満足度といい、この快適さといい。そういえば全然マジで揺れてないです。もう乗ってから船の上にいるってことを全く感じてないですね。ホテルの中にいるみたい。本当に揺れてない。エンジンの音も超静か。なんか LNG エンジンっていう最新のエンジン使ってるんでね。日本だとサンフラワーがそうじゃなかったっけ。あれも超快適だったからな。この外の景色を見てようやく、今海の中にいるんだ、波立ってるんだって思いますね。はい、じゃあ今から船内の8つの村をざくっと回ってみたいと思います。村、町、エリアを巡ります。ここは入ってきたばかりのザ・パールですね。プロムナードで階段上登ってきたらこんな感じでね、目の前に写真を撮るスポットがあるんで、ここで綺麗な写真を撮ることができると思いますよ。で階段上に上がってきてもいろんな施設があって、うわ、まずこのオブジェすごいですね。何これ、クジラのオブジェかな。やっぱり海を連想させるようなオブジェがこんな感じで、いや大きいよこれ、すごい。で奥の方に進んでいくとパールカフェですね、ここが。でこのアイコン・オブ・ザ・シーズのすごいところは、なんとここのカフェが無料なんですよね。インクルーシブです。ビュッフェとかメインダイニングだけじゃなくて、やっぱりいろんな他の施設でもインクルーシブ無料のものがあるっていうのがすごいですね。で今見てるのはこれ朝のメニューなんですけど、ドーナツとかフルーツのタルトとかクロワッサン、全部美味しそう。でこっちにもこっちはより食事系のパンがたくさん並んでますね。バーガー系とか、下にはビーガンのバーガーもありますね。で目の前のこういうパンとかはインクルーシブなんですけど、あそこでカフェラテとか、コーヒー系のドリンクメニューは有料になるみたいです。こっちにもありますね。ヨーグルト系かな。さらにこっちにもここにはフルーツがありますね。そして一番奥まで来ると、ここにもドリンクバーのコーナーがあって、オレンジ、アップル、フルーツポンチ、アイスティー、あとはこっちにはコーヒーも無料で飲めるんで、ラテとかカプチーノとか頼まなければ全然コーヒーも無料ですね。でここにはお水で、カフェの席のコーナーはこっちの左手、ザ・パール上がったところの空間なんですけどね、結構広々と椅子テーブルが広がって、奥の方はなんかオットマン付きの椅子もあるから、
ゆっくりと本を読んだりしながらくつろいでる人たちもいますね。オーシャンビューでお仕事したい場合でもコーヒー飲みながら、ここのソファーの下にはコンセントもついてるのがありがたいですね。 USB ポートもありますし、僕はゆっくりここで動画編集できますね。さあそして奥まで進んでくると、ここもなんかいい感じの雰囲気が漂ってますね。緑になりましたけど、この波打ってる感じ、また海をちょっと連想させるんじゃないですか。でここはステージがこんな感じであるんで、時間帯によっていろんなイベントが開催されるんですね。ここでみんなで踊って遊んだりすることもできそうです。以前乗ったコスタセレーナとかだったら、これがもうなんかメインのイベント開催地みたいな、そんな感じだったと思うんで、ただロイヤルカリビアンアイコンオブザシーズは別にここメインの場所ではないと思うんですけど、それでもこんなに立派な設備があります。でもなんか壁とかがちょっとブラウン系で大人の落ち着いた空間でいいね。ここ後ろにはバーがあるんで、ドリンクもすぐに注文できるようになってるわけですね。そして次はなんかこの辺りもみんなで写真撮ったらいいショット撮れそうですね。ちょっと遊び心があるサイコロのマス目、かくれんぼとかして遊べるのかな、子供たちは。ここにあるのはディスプレイショーケースにいろんなブランド物のジュエリーが入ってますかね。これはブルガリとかティファニーで、こっちの奥がエレベーターかな、船尾の方向です。また後で行きます。でまだまだ他にたくさん、こっちにもバーがありますね。スクーナーバーって書いてます。またさっきとちょっと雰囲気が違う、緑だったですけど、この辺は紺色とかゴールドとかブラウン、より大人の落ち着いた上質なバーっていう感じですね。こっちにもグランドピアノがあるから、生演奏を聴きながらお酒を飲み交わすことができるってことですね。こっちのテーブルもなんかちょっとこう円状になってるのがクルーズの中のデザインって感じですね。窓から海も見られます。さらに奥に来ると、ここがイタリアンレストランって書いてますね。ワインが見えてますけど、右手にちょっとカジュアルな感じのイタリアンレストランになるのかな。ここはもちろん有料レストランになります。どこからでも窓の向こう側には海が見えますね。この辺りは奥にはピザを焼く本格的な窯があるわけですね。でさらに進むと、真ん中にはまた演奏することができるスペースがあって、ここのロイヤルプロムナードでいろんなイベント開催される時にスタッフの方たちがダンスしたり音楽奏でたりする場所ですね。さらに選手の方進んでくると、ここが昨日紹介したピザ屋さんです。で2階のこの辺には何があるのかな、デュエリングピアノズって書いてます。ここも一つのバーですね。なんか奥に見えているピアノのデザインの壁とか、右手には音符、ここもなんかおしゃれなミュージックを奏でながらお酒を楽しむことができるバーになってるわけですね。全部それぞれ違ったデザインで、どこに行ってもまた違う感情で楽しめそうですね。外に出てきたらまた遊び心あるどうぞ、音楽で遊んでますね、この辺で。こっちはこれすごいな、中のこれ絵が動いてる絵っていうか、電子的に人間をこれ表示してるわけですけど、この辺もやっぱ最先端の船なんでね、昔の船じゃ絶対に見られないこのデザインですよね。で右手側にはなんかミッキーの絵とかが飾られてるんで、アートを表示する場所になるのかな。奥まで行ってみると扉があるんですけど、この先にちょっとしたイベントを開催する小さめのホールがあるっぽいですね。で不思議なのはね、望遠鏡がこんなところにあるんですよ。海っていうか、その外にあったらね、陸の景色眺めるときに使えそうなんですけど、これ本当に中見たら見えるやつなのかな。すごっ、普通にちゃんと望遠鏡っすね。これは真ん中のところに人がいるのも見えますね。面白いっすね。でもこれ何のために使うんだっていう、ちょっと何かをこう覗き見できるようになってるところですね。覗き見する必要あるのかな今で。ロイヤルプロムナードのカジノへ下っていくこのエレベーターの横には、ここにも素敵なバーがあるんですよね。奥の方に海の景色見えてますけど、さらには
これ外にも出られます。外のオープンエアにもこうやってソファーが並んでいて、ゆっくりとくつろいでいる人たちもいますね。ここのプロムナードは5階で高層階ではないんですけど、その分間近に波の音を聞くことができる。これはこれでいいですね。でここの5階のオープンエアが目の前ずっとトラックのように奥の方まで続いていて、まるまるこの長い船を一周することができるようになってるんですよ。どれぐらいの距離があるんだろう、ね、朝の時間帯はエクササイズ走ってる人も何人かいますね。そしてずっと進んでいくとフィットネスがありますね。ここですね。ロイヤルプロムナードと同じ階に、中に入ってきたら、たくさん器具があります。こっちの右手の奥の方までランニングマシンとかが奥の方にはあります。いやもう朝の時間帯からやっぱり欧米の人たちは運動してますね。さすがだ。これだけ巨大な船なんで、ないものがないほどウェイトトレーニングやランニング、自転車のマシンが揃ってます。あそこの階段からフィットネスから上に上がってくると、こんなものもありましたよ。足の形を確認してくれる整体みたいなところかな。いや僕もね、実はこれ横脚なんで、こっちの左手の良くない形になってるんですよね。まっすぐ整えてもらう必要があるんだけど、そのアドバイスをしてくれるってことかな。型を取って、で奥に進んでいくと、なんかここはマットとか敷かれていて、今朝のヨガエクササイズをやってたっぽいですね。5階6階のロイヤルプロムナードの空間はこんな感じで、階段から昨日行ったセントラルパークに行くこともできるんですね。7階 ?8 階か。ロイヤルパークにやってきたんですけど、ここは昨日サクッと紹介しましたよね。でこのパークカフェっていうところ、ここのカフェがインクルーシブですね。オープンエアでいいっすね。公園でご飯食べてる感じ。中入ってみますか。いい感じの雰囲気ですね。ここにも下のパールカフェで見たようなこのパン系、デニッシュ系、ドーナツ系あるし、バナナとかフルーツもありますね。この辺がグラノーラ、ヨーグルト、ホットミルクとオムレツです。ハロー。みんなノリがいいです。ここはサンドイッチがいろいろ焼きたてでいただくことができるんですね。でこっちにもオムレツとかスクランブルエッグ、このブリトーで巻かれたやつがあるわけです。これもいいね、普通に朝食。なんかここは自分で好きなものを選んでこんな感じでもらうことができるみたいですね。選べる具材はこっちの右手の方まで並んでました。ドリンクもお水、ソフトドリンク、コーヒーもちろんありますね。インクルーシブ。席も奥の方まで広々。さっきのテラス席もいい感じですね。雰囲気緑あふれる感じが。そして後ろのガーデンを抜けてくると、このサーフサイドって場所です。到着。次のエリア。なんだこれは。目の前になんすかこれ、ペリカンじゃないか。調べたらフラミンゴでした。ここのサーフサイドがキッズ用エリアになってます。お子さん専用エリアだから、全体的にカラフルでポップな色合いで統一されているわけですね。子供が喜ぶように。ここにもね、望遠鏡があります。これはお子さん大丈夫かなっていうふうに確認するためにね、役に立ちそうですね。そんな使い方する人いるのかわかんないですけど。でこの辺にはグッズかな、キッズ用のグッズがあって、これ滑り台ですね。ピンクのやつはめちゃくちゃ急な滑り台になっててね、ここの滑り台も大人気で、子供たちめっちゃ楽しそうに遊んでるの見ましたよ。降りてきました。サーフサイド。ここゲームセンターもありますね。さすがにゲームセンターはこれ大人でも遊んでもいいと思うんだけどな。入ってみるか。開かない。なんでまだ開いてなかったの。開くんかい。自動ドアで手前側に開くんだ。入ってみます。ホッケー。これはインクルーシブか。ちょっとスタートボタン押しても有料っぽいな。スタート押しても始まらないですね。
こっちにホッケーとか UFO キャッチャーとかいろいろあります。でこっちにはバスケットボール、バイクやゴーカートみたいなやついろいろ並んでます。はい、でこの真ん中にはなんとメリーゴーランド、これはインクルーシブだと思うんですけどね、お子さんだったら。でここにもなんかカフェっぽいところがあるんですね。ここの真ん中のところにテラス席もあるし、で上に見えてます客室、ここの内側客室もあるんで、お子さん連れの方は子供が遊んでるのを上からお部屋でくつろぎながら見ることができるんで、ここの客室がもしかしたらいいかもしれないですね。ちょっと中入ってみます。結構本格的にこれビュッフェコーナーがあるわ。こっちはスイーツ系が並んでて、フルーツにパンにおかずも今朝の時間帯なんで朝食に適したものが、卵コーナーかな、ここは並んでますね。パンケーキ、フレンチトースト、生クリームとかこの辺までデザート系並んでます。シリアル、ソフトクリームあるじゃないですか。広々、冷房効いてて涼しいです。で一番これ船のお尻の方まで進んでいってるんですけど、この辺は子どもたちにとってはもう最高の場所じゃないですか。遊具があって、こっちはなんかオーダーできるのかな、ハンバーガー、ポテトとかドリンクとか、大人もここに子供と一緒に来るので、お酒とかもあっちの奥のバーみたいなところで注文できるようになってると思います。こっち側にも可愛らしいですね。椅子やテーブルが本当にカラフルでポップで、ここにはピアセブンって書いてます。これレストランですね。有料レストランがこの中にあります。でここが水遊びをたくさん楽しめる場所ですね。いやー、子供の時にこんなところに来たらもう帰りたくないって間違いなく最終日に言うでしょうね。プールにスライダーに、奥の方にはなんとお子さん専用のインフィニティプールなんて、これ人生で初めて見たかもしれないです。しかも真上にロイヤルカリビアンのマークがありますよ。これアーチがかった、ここがメインプールでもいいんじゃないかっていうところが、これお子さんのプールになってるんじゃないですか。羨ましいな、子供たち。これはもう世界でもトップクラスのキッズエリアなんじゃないですか。子供の機嫌がいいと大人も安心して遊ぶことできますから、素晴らしい施設です。多分ここで遊んでたら絶対に他の子供たちと仲良くなって別れたくないみたいになるでしょうね。でここのキッズエリアのサーフサイドの手前側にまた違うスペースがあって、この辺もちょっとしたショップになってますね。サングラスがプラダとかグッチとかブランド物が置かれてて、ちょっと今の時間帯はクローズしてますけど、ここもショップになってますね。そしてここがスポーツバーみたいなエリアかな。ここにはちょっとしたゲームセンター、遊べる機械も置いてますけど、もうモニターが本当にたくさんあって、完全にここはスポーツバーですね。こっち側にはサッカーのボードゲームとかビリヤード台も置かれています。奥にはマリオカートもありますね。アイスホッケーも。そしてここの奥にはアブソリュートゼロっていうスケートリンクがあるんですよね。これはまたちょっとショーを見に行くんで、その時に見せますね、どんなスケートリンクか。で今15階に登ってきたんですけど、ここも注目のエリアがあるんですよね。アクアドームのエリアですね。目の前に今書いてますけど、照明も完全にこれ水色で海をイメージ連想させる作りになってて、まず入ってきたとここがまたすごいところで、シアタールームのようになってて、アクアシアターと呼ばれる場所ですね。客席が周りにこうやって円形で取り囲まれてて、ここで乗船中何度もこの水上で豪快なパフォーマンスを見ることができるんですよね。これもまたインクルーシブで、おそらくこれも船の中で見たことがないようなパフォーマンス見られるんで、今回予約してるんでね、何日目かに。で周りにはこれはなんだ、ロイヤルブリングって書いてますけど、真ん中になんか王様が座りそうな椅子があって、何これ、ロイヤルカリビアンのジュエリーショップかな。でこっちには左手、アクアドームマーケットって書いてますね。
多分ここがまたインクルーシブのレストランじゃないかな。テーブルがたくさん並んでるけど、うお、また素敵なオーシャンビューに、こっち側にお店っていうかビュッフェコーナーですね、たくさん並んでます。今ちょっとまだオープンしてないんですね。ここはいろいろ目の前にあるようなメニューが並んでるみたいなんですけど、時間になったらまたやっていきましょうか。反対側を見てみるとフォーキットっていう、ここがレストランです。シーフードレストラン。今回はここのレストランも予約してます。有料レストランになりますけどね、せっかくなんでちょっといくつか有料レストラン行こうと思って。白を基調とした明るい雰囲気がいいですね。さあ、そしてここもまたロイヤルカリビアンの一つの大きな見どころじゃないですか。まっすぐ進んでいくと、わあ、なんかこの辺も植物が植えられてて、ここ何、ソファーになってて、これくつろぐことができるようになってるんだ。なんかシンガポールチャンギ国際空港とかね、こんな感じの場所たくさんありますよね。で、これがアクアドームと呼ばれる船の一番船首の方、こっちに向かって今進んでいってるんですけどね、これ船の全景見たらもうすごい印象的な場所なんですけど、全面ガラス張りで光がたくさん入ってきていて、また素敵な雰囲気、なんか一番リゾート感を感じられるインサイド、そんな雰囲気ですね。やっぱ新しい船って感じですね。このデザイン性の高さと植物がたくさん植えられてて、ここにもバーがありますね。アーチ状のソファーが並んでて、水族館みたいになってるけど、これは映像を使ってるわけですね。お魚が泳いでる。なんかもうここにいるだけで特別な雰囲気を味わえますよ。で、今ちょうど真ん中ら辺が今誰も座ってないんですけどね、ここに腰掛けてオットマン付きで足を伸ばして、日焼けしたい人は日焼けを楽しんで、景色楽しみたい人は景色楽しんで、ここでも本を読んだり、おのおの自分の時間を贅沢にゆっくりと使うことができるわけです。素晴らしい。で、アクアドームの一角にはライ&ビーンっていうバーですね。有料のバーになります。コーヒー系のカクテルをここで飲むことができるみたいです。僕コーヒー好きなんで、どっかのタイミングで来てみたいですね、ここは。さあ、そしてここが15階のチルアイランドというエリアですね。屋外のプールエリアになります。まずこっちの右手進んでいったところには、ここに大きな広々としたプールがありますね。で、深さがちょっと異なる、子供でも楽しめるし、真ん中深さがあるところだったら大人でも楽しめるスポットになってます。そしてこっちの右手側には、手前側と奥の方にジャグジーですね。夜とかちょっと冷えるときはここで体を温めることもできるようになってます。ちょっとこれはね、航行中じゃなくて翌日に撮ってるんですけど、海の景色もここから見えるようになってます。もちろんプールの中でもね、いろんなアクティビティ開催してます。朝とかはエアロビクスやってましたね。で、反対側にもいろいろありますけど、こっち側が乗った時に食べたメキシカンの軽食コーナーがここにある感じかな。そして遊具も、これがカラフルで可愛らしいものがたくさん並んでます。ここは大人も子供も一緒になって遊んだりくつろいだりすることができるスペースになってるんですね。この辺のなんかネットみたいなところは、お昼はすごい日焼けできそうですし、夜だったら気持ちいい風でここでも寝れるやんって感じですね。こうやって日陰でくつろぐことができるようになってるのは嬉しいですね。日本人はあんま日焼けしたくないから日陰行きたいって人も多いでしょうけど。で、こっちにもなんかプールがあります。もう至る所にプールとかジャグジーがあるんで、全部紹介しきれないんじゃないかっていう、それぐらいの広さと施設の数ですね。チルアイランド、ここのプールだったら目の前オーシャンビューですね。プールサイドにはいい感じのトロピカルなバーもいくつかありますね。そしてまたこっちにはジャグジーを見つけました。オーシャンビューの。で、ここにはソフトクリーム屋さんがあるじゃないですか。屋さんっていうか、これ無料なのかな。 Is it complimentary? 一つ上の階までチルアイランド広がってます。ここはちょっとしたステージになってて、乗った時にちょっとパーティーみたいなものが開催されていた場所ですね。ここにもチェアもたくさん敷き詰められてます。
でちょっと右手に可愛らしい屋根付きの部分がありますけど、あれは多分リザーブドって書いてたんでお金払わないと入れないんですよね。いやでもこうやって見ると本当にカラフルでポップで可愛らしい色使いですけど、こういうのとかね、多分ヤシの木とかを想像させるような南国の空気感を醸し出す雰囲気をこのインテリアの中で作り上げてますね。下には緑も見えてますし、上にもプールがありました。もう本当にたくさんの人たち乗ってるんでね、どこのプールも真っ昼間は大人気でいっぱいなんですよ。はい、そしてチルアイランドからさらに船尾の方に向かっていくと、ここから上にスリルアイランドっていう風に書いてます。次のエリアに行きます。いろんなスリル感あふれるアクティビティを楽しめるんですね。まずね、これ今右手に見えてるのがクラウンエッジっていうやつで、もちろん命綱はつけるんですけど、ここから渡っていって、なんと船のこの外側真下が海のところで、多分この辺宙吊り状態になって渡っていくアスレチックを楽しむことができるみたいです。これアイコンオブザシーズの一つの目玉のアスレチックじゃないですかね。有料にはなるんですけど、どっかのタイミングでこれやりたいな。そしてこれはもう見てわかる通りですね、ロッククライミングも船の上で楽しむことができるんですね。時間帯によってはこうみんなで競争するとかね、コンペティションみたいなのもスケジュール表見たらありましたね。でなんかこう下はサッカーボール蹴って遊んでる人たちがいますね。ああいうものとか卓球台とかも他のところにありました。ここは真ん中にテレビがついてて、ちょっとしたスポーツバーみたいな感じで楽しめるのかな。でこれもインクルーシブでいただくことができそうですね。ホットドッグとかチキンフィンガーズとかハンバーガーとかを食べることができるんですね。でここはなんとパターゴルフも楽しむことができます。今人いないんですけどね、結構いろんな時間帯でここ休日クルーズだと本当に大人気で、たくさんの人たちが遊んでます、このパターゴルフも。でなんといってもスリルアイランドはこれです。ウォータースライダー。他の船だったら1つ2つ、多くて3つ4つぐらいしかないんですけど、ここのロイヤルカリビアンアイコンオブザシーズはもう見てわかる通りとんでもない数ですね。いろんなタイプのスライダーを楽しめそうです。これはいや、この急降下して降りていくやつとか、こっちももう真下に落ちていく感じで絶対楽しい。でスライダーもありますけど、こっちもう一個階段登ったところにはコートがあって、ここでバスケットボールとか、今これねネット張ってるけどテニスとかするのかな、あとはフットサルとかも楽しむことができるエリアですね。これは動いてる船で海を眺めながらスポーツできるとかないですからね、日常で。いやもう船の上の遊園地だこれは。そしてこっち側が一番後ろですね。船の船尾進んでいくと、ここからザ・ハイドアウェイっていうエリアになりますね。一番後ろのところにいい感じのインフィニティプールがあるんですけど、ここは大人専用のプールになっていて、子供は入ることができないので、ゆったりとした空間で楽しむことができます。ゆったりって言っても大人気のプールなんで、みんながいる時間、出発した時に見えてた通りね、本当にたくさんの人で賑わうんですけど、このインフィニティ空間は特別ですね。で左手にここまたアクティビティがありますね。わあすごい、ここでサーフィンを楽しむことができるんだ。うわうまいなこの人。これ絶対難しい。自分サーフィンやったことないけどできんのかな。チャンスがあったらやってみようかな。ここのハイドアウェイのところにももちろんジャグジーがあります。でジャグジーからもこっち向こう側景色ですね、オーシャンビュー眺めることができるようになってて、ここの一番後ろのところにもいい感じでチェアがたくさん並んでますね。だからここはリザーブドって書いてたんで、多分有料のエリアになるのかな。手前側は無料で使うことができますけど、いや目の前気候地の素晴らしい景色見えてますけど、これオーシャンビューで進んでいく時も圧巻なんですよね。左にさっき見ていたインフィニティプールも見えてます。この辺左下植物も植えられていて、本当トロピカルな感じですね。でインフィニティプールの奥のところにはバーがありますね。こっち側がサンセットの時はあそこのバーがかなり雰囲気良くなりそうだけどな。で今客室がある3階にいるんですけど、ミュージックホールっていう場所もありますね。
その名の通り目の前に音楽を演奏できる舞台がこんな感じであって、2階建てになってるんですよね。2階にも席があってバーもありました。ここも雰囲気がとってもいいですね。結構夜遅くまでここで音楽奏でてダンスを楽しんでる光景を目にしましたね。こっち側にもバーがあります。はい、ここでもたくさんの催し物が開催されます。もう本当にいろいろありすぎて、どこに何があるか最初は分からず迷子になるんで、廊下にこんな感じで船内のマップがあるのは本当に助かりますよね。今客室のある3階にいるんですけど、8つの町エリアがあるっていうふうに言いましたけど、1つだけね今回行けない場所があって、それが18階17階のこのスイートネイバーフッドってところですね。スイートに泊まってる人しか入ることができない場所で、船首のこの一番上のところですね。はい、今回は一般客室なので入れません。はい、でこの船のスパは14階、船の船首の方にありますね。目の前右奥の方にはちょっとしたカフェがあります。フレッシュフルーツジュースとかスムージーとかそういったものが販売されてますけど、結構たくさんのお客さんいますね。で目の前がスパの受付で、スパのサーマルエリアに入ってきました。ここが岩盤浴というか、ちょっとだけこうあったかいエリアになってるんで、ここで寝てゆっくりと体を整えるエリアになってますね。でこの辺にはスチームルーム、はい、こんな感じでスチームサウナ、あったかいですね。結構広々とした空間がありますね。でこれなんだ、ハマンって書いてます。この中もスチームサウナですね。めちゃくちゃアロマのいい香りが漂っていきますね。ここも広々空間、こっちの方が香りがいい。でこっち反対側に進んでくると、ここがドライサウナかな。で今回の7泊8日の旅ではパッケージで全ての日で利用できて71ドルという価格でした。1泊あたり10ドルぐらい。中にはジャグジーはなかったですけど、上のフロアにジャグジーは本当にたくさんあったんで、基本的にはそこでジャグジーは使うスタイルで、さっきのサーモリエリアの中にはサウナの施設が集まってる、そんな感じです。でスパのメニューは目の前にある通りですね。料金とか気になる人いると思うんで、こっちが表面、裏面にもメニューがあります。参考にしてください。でスパのエリアは2階建てになってて、2階建てっていうか14階で、こっちが13階。中に入ってきたらリラクゼーションのエリア、この辺にはお水が置かれていて、ここでスパの相談カウンセリングを受けて実際に施術を受けるっていう感じですね。外の空間に比べると一気に落ち着いた空間になりましたね。こんな施設もありました。これすごいですね。本格的な美容院のような施設が目の前整ってます。実際にここでスタイリングやメイクアップサービス、ネイルや軽い美容トリートメントとかをやってもらえるんですね。こっちは散髪のエリアですね。今からちょっとサーフィンみたいなやつやろうとしたんだけど、すごい雨が降ってきた。カメラが壊れる。これだとやっぱりここマイアミの近くが熱帯だから、こんな感じでスコール降ることあるんですね。そんなことも気にせず辺の人たちは遊んでます。いやー、雨の中水遊びも楽しそうだな。確かに。でもちょっとサーフィンはね、この天気だとやりづらいんで、また次の別の機会に待つか。ロイヤルカリビアンのショップに来てみると、こんなメッシのユニフォーム一番前に昨日はなかったけどな。すごい。ワンデイオンリーで 45% オフになってる。こうやってもしかしたら日替わりでセール商品とかを出してるのかもしれないですね。ここのショップ、この辺りもセール出すとか街の中のお店みたいですね。悪天候でもいろんな過ごし方ができます。ここのザ・パールの上にあるパールカフェでちょっとコーヒー飲みながらゆっくり仕事しようかな。カフェが無料のインクルーシブの船のありがたみをこれまた感じますね。今まではこういうケースだと
ゆっくりコーヒー飲みたいなっていう場合でも、でもコーヒーで結構お金かかるから、それだったらまあなんかビュッフェのちょっとザーザーしてるけどそこで水飲みはいっかみたいな感じだったんですけどね。ここはコーヒーも無料でいただけで、しかもまあ今あそこは食べたばっかなんで食べないですけど、スイーツとかパンとかベーグルいろいろありますからね。やっぱ満足度高いですね、この食事系カフェも。いやー落ち着く。まあ仕事とかもこうやってリモートで働いてる人とかだったらクルーズ乗りながら、インクルーシブでお食事は取ることができて、こうやって空き時間でゆっくりカフェで仕事もできる、いろんな過ごし方できますよね、クルーズは。はい、仕事してたらお昼になったんで、お昼は初めてここのビュッフェレストランでご飯いただこうと思います。入ってきた瞬間、こんな可愛らしいなんかボックスのところにペーパーがありますね。手をちゃんと洗うことができるスペースが確保されてるわけですね。なんか昨日からここでね、ずっとこんな感じで歌ってくれるスタッフさんがいるんですよね。手洗いましょう的な歌を歌ってるんですね。この辺のふざけ具合もアメリカっぽいわ。おお、ビュッフェめっちゃいい感じでいっぱいご飯ありますね。で会場もこっち今中央から左手側っていうかね、向こう側にもたくさん広いスペースがあります。椅子テーブルで、料理ももうここも向こうも四方八方、絶対にこれ食べきれない、今回のクルーズだけじゃ。多分それぐらい豪華ラインナップ。さあじゃあ見ていきましょうか、何があるか。まずはここがパスタコーナーって書いてますけど、ライブキッチンになるのかな。ディスプレイオンリー、何も置いてないですね。今の時間帯はやってないのかな。頼めばあるんだ。なんかここにソースがあるから3タイプぐらいスパゲッティオーダーしたら作ってくれるみたいですね。で隣には洋食でオリーブとかグリルした野菜、チーズ、生ハムがこっちの右奥にありますね。生ハム食べ放題で、ここにはナッツ、なんかハンバーガーみたいなやつを作ることができるですね。バンが奥の方に見えてるんで。で隣がホットドッグとバーガーズって書いてるんで、さっき見てたところバーガーに加えて、ステーキ、グリルステーキめっちゃうまそう。これお昼からこんな豪華なものが。でこれがバーガー用のサンドか。さっきのバーガーに今のお肉も挟む感じだわ。で隣にはフライドチキンがあって、マカロニチーズかな。でホットドッグソーセージですね。でこの辺にもそれ以外のバンに挟むようなものが。うわガーリックシュリンプある、うまそう。フライドチキン、フライドチキンじゃねえや、フレンチフライ揚げたて。そしてここはインターナショナルで BBQ ポークで BBQ ソースがあって、これがお魚ですね、グリルされたマヒって書いてます。であとはこの辺にはシーフードとかお野菜ずらっと並んでいて、この辺にはマッシュポテトとか、奥の方にもなんか揚げ物がありますね。あそこ右手奥に見えてるのがフリッタータで、真ん中にあるのはなんだ、マッシュルームのなんとかって書いてる。で同じ位置のエリアにライブキッチン出来たてがローズマリーとレモンのローストチキン、これも美味しそう。ここにはスープコーナー、目の前スープコーナーですけど、なんかパスタがありますね、シンプルな。でこっちにパン、あれ全然スープじゃないじゃん。これもスープじゃない、ローストローズマリーポテトで、ここにはリコッタ、スピナッチ、ほうれん草が入ってるなんかグラタンみたいなやつ。インターナショナルな感じですね、この辺にあるのも。隣にもベイクトチーズパスタ with ベジタブルパスタ、こっちには焼きそばみたいなやつかな、ステアフライヌードルズ。やっぱインターナショナルだな。これはナンです。ナンと一緒に食べれるいろんなカレー。これはカレーみたいなやつかな。残念ながら日本のもちもち白米はないですけど、タイ米です。なんかスープは隅っこにありました。クリームオブブロッコリーとビーフコンソメ、味噌汁はない、残念ながら。でアジア料理ですね、ステアフライ、チャーハンか何かをここで調理してくれるんですね、多分。違うわ、これ焼きそばだ。ソースまぶしてこんな感じで
米粉で焼きそば作ってるのかな。健康志向の人はグルテンフリーのエリアもありますね。この辺りに一般的な、スクランブルエッグとかソーセージ、ベーコンとか並んでますけど、おかずもここ見ての通りお魚とかポテトとかあります。ここにはパン類、ブレッド、プディングとかちょっとデザートっぽいものもありますね。でこっちにはたくさんの種類のパンが並んでます。新鮮なフルーツ、サラダ類ですね。目の前にあるのはたくさんの彩り豊かないちごやアップルやオレンジ、ぶどうやキウイ、カットフルーツもこの辺にたくさん並んでます。サラダもグリーンサラダからこっちの方にも奥の方までビタミンたっぷり補充できます。デザートコーナーですね。真ん中、こっちの右手にケーキ、スイーツ類がたくさん並んでますし、左手にもこんな感じで盛りだくさんのスイーツ。一番奥にはアメリカンなクッキーです。ソフトドリンクは無料で飲めますけど、バーもあるんでここでは有料のドリンクを注文できるようになってるんですね。これがメニュー、パッケージだな。これがパッケージプランだ。いっぱい飲める一番上のプランとか真ん中とか下とかね。はい、取ってきました。ブランチで結構ご飯食べたんでそこまでお腹空いてないので、ちょっと軽めでローストチキンにこの辺シュリンプとかポテト、あと焼き野菜、そしてフルーツとサラダいただきます。いい感じでオーシャンビューの席を取れました。ローストチキン、昨日は豪華にビーフいただいて、今度はチキン豪快に。ほんのりローズマリーの香りでしっとり美味しい。エビです。ガーリックシュリンプかなこれ。美味しい。ほんのりガーリックが効いてる感じですね。プリップリ。この後ちょっとせっかく今晴れてきたんでいい感じで青空でね、プールとかスライダーに行きましょうかね。食べ過ぎないようにして。よし、雨はもう降ってないので、これからさっきのサーフライダー、ちょっとなんかよくわかんないですけどやりに行こうと思います。すごいねこの人の数。やっぱ欧米人プール大好きなんだな。日本戦じゃ絶対こんなんならないはず。さあ今からやろうと思ったんですけど、なんと16時で終了なんですけど、今3時半過ぎてて受付終了してました。またできず、また後日やろう。いやでもさすがに今日と明日が終日クルーズで、まだ乗って2日目3日目なんでみんなテンション高いから、今日明日はお昼はこんな感じでめちゃくちゃ混んでますね。ここ大人専用のプールになるんですけど、もう人でぎっしり。よし、じゃあスライダー滑ってみようかな。この傾斜がめちゃくちゃ急なやつ行ってみます。ちょっと暑いんでソフトクリーム食べようと思います。ミックス。 Thank you. Japanese? Yes, I'm Japanese. Tanouchi take the side? ありがとう。すごい日本語喋れた。うまそう。ミックス。熱い。いただきます。いやーめちゃくちゃうまいわ。これね、ソフトクリームが食べ放題っていうのも他のカジュアルクルーズでなかったから最高。いつでも暑くて冷たいもの食べたかったら食べれる。いやでも C デーだからもう後ろ見ての通りめちゃくちゃ盛り上がってますね。上はライブ演奏してます。でもやっぱこの終日クルーズだと基本的にみんなクルーズの上にいるから、プールとかスライダーはかなり混み合いますね。スライダーももうものによっては1時間以上待たなきゃいけないものも多分あると思うんで、
どっかの飛行地で早く起きたり早く帰ってきたり、もしくはもう飛行地降りなかったりするとかなり快適にこの船内のアクティビティとかアミューズメント施設楽しめると思います。なんで初めてで船をめっちゃ味わいたい場合はそんな風にどっか妥協しないと全部制覇できないですねこれ。でお部屋に戻ってきたら、これお部屋掃除されてますね。ホテルと同じように1日1回掃除してくれます。しかもね、時間午前中にするか午後4時以降から夜にかけてにするか選ぶことができたんで、午後の時間にしました。朝ちょっと寝たい日とかあるんでね。で目の前はこんな感じで可愛らしいゾウさんの遊び心あるルームサービスですね。高級ホテルとかでよく見ますよね。これもドレスコードがどこに書いてるのかなってちょっと今まで分かってなかったんですけど、これアプリの真ん中にここありましたね。これ最初からあったのかちょっと覚えてないんですけど、ドレスユアベストって書いてて、これをタップするともう全ての日にこんな服装で夜は楽しみましょうねっていう風に書いてくれてますね。今日はドレスユアベストなんでなんか気合い入れてきてくれよみたいなそんな感じだと思うんですけど、例えば明日だったらリゾートカジュアルでもいい日ですね。で4日目がカリビアンなんとかなんで、よくわかんないですけどカリブ海的なのを連想させる、青系かな、色を着てこいみたいな感じですかね。ちょっと陽気な感じ。あとはホワイトパーティー、真っ白な服で楽しみましょうっていうのもありますね。ちょっと出発前にこれ見れなかったんで全然準備してこなかったんですよ。ホワイトパーティーはいろんなカジュアル船であるんで白だけは用意してたんですけど、で今日はドレスユアベストということで、一番気合い入れて来てくださいの日ですね。僕は今回の旅では一切ジャケットとか着てなかったんですけど、一応ちゃんとしようということでジャケット着ました。ただね、今回の旅ズボンもうちょっと細めのやつがいいなって思ったんですけど、1枚しか持ってきてないというか忘れてきたんですよ。アメリカ旅行でクルーズが1週間あるってことでね、バタバタしてて、でもね、結構これ見渡したら分かる通りカジュアルな服装の人もいるんで、後ろにはねカメラマンさんがいて、家族とかで素敵な写真を撮ってるのが見えますかね。いやいいっすね。でもこういう光景はみんなで絶対にいい思い出になると思います。家族でも恋人でも。ここでも皆さん写真撮ってますね。いいね。自分にもこういう日が来るのかな。さあ、そして今時刻は7時30分で外に出てきてみたんですけど、多分サンセットが8時ぐらいで結構遅いんですけど、いい感じで太陽がね、さっきこっちの方照らしてたんですけど、雲に隠れていく。いやーマジかよ。太陽もこれ途中で終了しちゃいましたね。今日のサーフボードと同じように雲でちょっと隠れてもめっちゃ綺麗だな。やっぱりこの大海原、水平線の先に見える太陽は、でも雲があることでちょっと光がちらついて下に照らされているあの景色も幻想的ですね。この手前側の波しぶきのちょうど真ん中の先に太陽がある。いや素敵な景観だ。これはサンセットサンライズのクルーズの大きな醍醐味ですね。結構太陽がこれ光照らしてきたぞ、さっきよりも。いや綺麗になってきました、空が。いや人生で初めてカリブ海にやってきたんですけど、遠く日本から離れたこの場所で完全なる非日常のクルーズ船に乗って、そして360度見渡す限り一切陸が見えない海に囲まれている。これ以上の非日常空間があるのかっていう感じですね。てかこっちのインフィニティプール、このサンセットの時間帯に来るのが一番いいんじゃない？なんかよくわかんないけど今の時間帯人いないですからね。多分まだ泳いでいいと思います。ライフガードさんもいるので、やっぱ欧米人はお昼に肌焼くために入りたい人が多いんですね。プールめちゃくちゃ雰囲気じゃないですか。ちょっとライトアップされたナイトプールも。はい、夕食の時間で今日もメインダイニングでいただこうと思います。スターターにメインにデザート、昨日と見ての通り違うメニューがずらっと並んでます。同じやつもありますけど、この右上のエスカルゴがロイヤルカリビアンの一つの名物らしいのでまず頼んでみました。あとは真ん中からはロブスターが右下にあるんでこれですね。そしてデザートはクリームブリュレにしますと、うわやってきました。エスカルゴこんな色してるんだ。なんでこれ
緑色なんだろう。エスカルゴはこの黒いやつですよね。よっしゃ、これどうやって食うんだろう。あれ、あ、硬い。何これ。どうやって食うのこれ。これ皿か。こんな皿でした。これがエスカルゴなんですね。何なんだこの緑のやつは。バジルか何かか。エスカルゴとか日頃食ったことないし食べたことないかもしれない僕。ほんのり弾力がある貝ですね。でもそんなにエスカルゴ自体に癖はないですね。すごい淡白なんですけど、このソースがガーリックとバターとオリーブオイルの風味がしっかりとついてますね。美味しいわ。なんかアヒージョみたいにこのパンをオリーブ、エスカルゴの海鮮の風味も入ってて、これがうまい。次にやってきたのはロブスターです。予想以上にめっちゃでかくてびっくり。昨日はステーキ食べて、今日はロブスター。なんかロブスター昨日追加料金払わないと食べれなかった気がするんだけど、これは何、尻尾だから無料インクルーシブで食べれるってこと？いやうまい。このソースオリーブオイルとバターみたいな風味がするからめっちゃロブスターと合う。これもうまい。いや、そしてこれがね食べ放題ですかね。ロブスター食べ放題はあんまりないっすよ、食べれるところ。どうしようかな、これおかわりいっちゃうかもしれないですね。Can I get one more lobster? Okay. 頼んじゃいました。今回ねワインないんでこれ食べまくりますよ。いや、そういえばねレモンがあったのにレモンかけてなかったんですよ、さっき食べるとき。これも絶対美味しいよ。うまい。これが一番うまいかもしれない。ロブスターしっかり味付いてるからちょっとこう酸味でねバランスが良くなりますね。昨日のお肉はね結構やっぱボリューミーだったからおかわりしなかったですけど、このロブスターだったらもう一杯いけるんじゃないのかなっていう感じですね。最後デザートはクリームブリュレいただきます。いやー、僕クリームブリュレ好きなんですよね。これ表面はちょっとサクッとした感じがありますね。濃厚な甘さがあるな。アメリカンですね。若干こうカラメルの苦みがありますけど、こんな感じでね、もう今日ハッピーバースデーの歌3回4回5回ぐらい聞いたような気がしますね、もうこのレストランの中で。だからやっぱこう記念日とか誕生日とか家族の方々がこう大切な時に乗ってる人たちがいかに多いかっていうのが本当分かりますね、このアイコンオブザシーズに。クルーズで家族でバースデー祝うとかめっちゃ素敵っすね。ご飯また今日も美味しかったな。プロムナードは今10時過ぎてるんですけど、すごいまだたくさんの人たちがいて、みんな夜まで元気に遊んでますね。ちょっとね昨日の夜遅くまでパーティーに参加したんで、今日は少し早めに寝ようと思ってます。まだまだみんななんか寝る気配ないですけどね。この夜の雰囲気もね10時過ぎてこれだけ賑やかではなかった気がするな。コスタとか MSC、シンプルにやっぱ人数が多くて規模がでかいってことだ、このロイヤルカリビアンは。今カジノちょっとね覗き見してきたんですけど、このカジノの中も本当にたくさんの人いましたね。もう老若男女、子供は入っちゃダメなんですけどね、大人の人たちがたくさんいました。僕はちょっとよく分かんないんでルール分かんないですし、賭け事とかあんまりしないタイプなんで、行かないですけど、もう10人十色クルーズの中はいろんな楽しみ方をしている人がいますね。おはようございます。翌朝です。朝は今日はここのガーデンのところをちょっと散歩してるんですけど、左手に見えているカフェがね雰囲気がかなりいい感じなんで、今日はここでゆっくり朝食いただこうと思います。ここの朝食もいい感じじゃないですか。まず
これがベーグルですね。お野菜も自分でトッピングたくさんできる感じで、クリームチーズが上になってます。そしてマフィンにサンドイッチ、卵とかハムとかチーズとかいろいろ入ってて、僕デニッシュ好きなんでね、このフルーツデニッシュ頼みました。あとはちょっと健康を気にして、フルーツとヨーグルトですね、ブルーベリーの。ここの雰囲気好きかもしんないな。なんかビュッフェみたいにめっちゃガヤガヤしてなくて、すごいゆったりとした時間が流れながら、こうね、両サイドからこう風がグーって来たりすることもないんで、すごい心地よい風が吹いてきますね。緑のこの景色を眺めながら、こここそまさにもう船の中にいることを忘れますね。さあ、美味しいかな、これは。美味しい。ベーグルが焼きたてで、これサクッと食感があって香ばしいし、クリームチーズとサーモンもね普通に美味しいわ。どこで食べても食事がいい感じだわ。なんか普通はもうクルーズは朝食がメインダイニングかビュッフェっていうこの2つの選択肢にインクルーシブだったら絞られること多いんですけど、ここは何個選択肢があるんだって感じでね、もうまだまだ食事に飽きが来てないですね、全然。中庭のガーデンだけど、よく見たら奥の方にオーシャンビューも見えてるわ。両方楽しめます。よし、じゃあこの間できなかったこのフローライド、今空きがあってできそうなのでやってみたいと思います。できんのか？サーフィンとかやったことないけど。お昼になりました。昨日はね、ここのダイニングがブランチだったんですけど、今日はブレックファーストとランチっていう形でやってました。Hello. Welcome to my vlog without channel. Your channel. チャンネル取られた。Thank you. はい、ランチのメニューこんな感じですね。左側に前菜っぽいやつ、シーザーサラダ下のやつ頼みました。で、真ん中に、メインって言えばいいのかな、スパゲッティ、そういえばまだ一回も食べてないから真ん中あたりのボロネーゼで、デザートはフルーツをチョイスしました。結構アメリカンのやつ甘いやつが多いんでね、結局フルーツが美味しい説あるんですよ。はい、やってきました。シーザーサラダ。あとね、これもちょっと気になったんで頼んでみました。チーズのフライかな、モッツァレラチーズ。いただきます。シーザーサラダ。シンプルに美味しいシーザーサラダですね。で、これがやっぱり気になります。モッツァレラチーズ。これめちゃくちゃうまい。サクサク食感にも今見ての通り、トロットロのモッツァレラチーズが中に入ってて、サクサクもちもち食感両方楽しめる。これめっちゃ好きですね。トマトソースにつけてね、トマトソースかな、ちょっと酸味出せますね。しかも超おすすめ。はい、そしてメインはスパゲッティボロネーゼ。初スパゲッティ。これはボロネーゼのひき肉とトマトとチーズが本当にたっぷり入ってますね。パスタの茹で具合がやっぱね、外国産よりも日本のイタリアンで食べた方が美味しいですね。コスターセレーナに乗った時も MSC の時もそうだったんですけど、ピザの方がやっぱ美味しいな、クルーズで食べるのは。日本人の舌が超えすぎてます。いや、昨日も今日もまた違うランチで、明日はまたどんなランチが食べれるんでしょうか。楽しみですね。はい、で今日はお昼の時間はシアタールームにやってきました。で、今からオズの魔法使いのショーが始まるみたいです。このオズの魔法使いも海の上とは思えない完成度でびっくりしましたね。
劇場空間のスケール感と演出、海の上とは思えないほどの照明、舞台装置、プロジェクション技術が駆使されていて、本当にオズの魔法使いの物語に入っていってるかのような没入感があります。キャストの演技力、歌唱力も見事で、ドロシーやカカシ、ブリキの木こり、ライオンといったおなじみのキャラクターたちが生き生きと舞台上で息づいているのが伝わってきます。僕はオズの魔法使い実は見たことなかったですし、英語も聞き取れないシーンが多々あるんですけど、それでも大まかなストーリーを予習しておけば、この素晴らしい演出のおかげで十分楽しめますね。単なる船の中のイベントを超えた本格的なブロードウェイ級のエンターテインメントを楽しんでいるような感じで、普段の生活では体験できないこれぞクルーズの贅沢と実感する瞬間ですね。こんなクオリティの高いショーを見せられると。さあ、そして次はここのアブソリュートゼロでアイススケートの遊びができるみたいなんでやってきました。はい、中に入ってきたらこんな感じで円形のスケートリンクが広がってます。なんかレインボーで照明輝いてるじゃないですか。クルーズの中でスケートリンクなんか見たのこれまた初めてですよ。はい、でスケートリンクの横のところにこんな感じで靴借りられるとこがあったんですね。でアメリカンサイズを言わなきゃいけないんで、日本のサイズで例えば 26.5 とか言ってもダメだから、この靴のこの中のところにね US っていう風にこのアディダスの靴は書いてたんで、それを見せたらなんとかなりました。はい、じゃあ滑ってみますね。いきますよ。よいしょ。おお、すごいすごいすごい。おお、ブラブラブラ。子供たちはこんな感じでなんか柵持ってるんで安全に滑ることができるっていうことですね。はい、こんな感じで。いやー、でも船の上にいるとは思えないですね。今はこんな遊びまでできるなんて、暇を持て余すことが今のところないですね。でここは予約でここは基本的に予約した人しか入れないんで、なんでこれだけ人数がちょっと少なめでゆっくり滑ることができるっていうのがいいですね。予約なしだと多分人で混雑しても滑るどころじゃなくなっちゃうと思うんで、快適に滑ることができます。こんな感じで。そして今日のサンセットタイムです。でも下の方ちょっと雲が多くて太陽は見えませんね。こんな日もあるということで、今日は昨日にまして太陽がないんで、手前側のこのライトアップのピンクがすごいことになってますね。ネオンが、これはこれでまた別の雰囲気を楽しめるってことで。でも太陽なくてもこれめっちゃ綺麗に見えるけどな。奥の方がちょっとグラデーションになってて、いやー気持ちいいわ。これはお風呂だ。なんかね、ここ結構ジャグジー人気だからなかなか入れなかったんですけど、今ちょうど夜の時間みんなご飯食べに行ったから開きましたね。日本に帰ってきたみたい。風が夜は本当に気持ちいいですよ。お昼は暑かったけどこれは最高だ。はい、夜になって今日はアクアドームでシアターを楽しむ予定なんですけど、次の回なんで今ちょうどショーやってますけど、予約は次です。ですぐにショーに行けるように隣にあるこのアクアドームマーケットで夕食いただこうと思います。屋台のようにいくつかちょっとだけ並んでるんですけど、ここ結構良さげなんですよね。美味しそう。ヌードルとライス、日本人が好きそうなものがあって、奥の方には中華料理みたいなやつがたくさん並んでるんですよね。ちょっとガラスで反射して見えにくいかもしれないですけど、そろそろアジアン料理が恋しくなってきました。このメニュー表を見れば分かりやすいかな。麺かライス選んで、この辺、おかずですね、こういうものがありますよって書いてます。で次のフェタって書いてますけど、これはなんか自分で好きなものベースを選んで、あとは好きな具材、お肉とかサラダとかチーズとかを入れる、そんな感じで。下見るとハーブライス、お米もあるし、ピタを選んだ場合はこれ完成した時のサンプルですかね。でこっちの方に野菜類たくさんあるんで、これらをさっきみたいに挟んで好きな具材でいただくって感じですね。
奥にはローストチキンがあそこ焼かれてて美味しそうで、このマックスっていうやつはいろいろありますけど、ブロッコリーとかチリとか書いてて、この辺トッピングがあるけど、見る限りこの辺真ん中にあるやつパスタですね。いろんな味わいのパスタが並んでます。そしてここがトーストエンドガーデンっていう風に書いてますね。サンドイッチみたいなやつと、この辺は美味しそうだな、スイカ、あとはサラダ類ですね、シーザーサラダ。そしてクレープもなんとここでいただけるんですよ。クレープ僕大好きなんでね、食べよう。これは今片付けしてるから、なんと9時でクローズしてしまうってことでちょっと遅くなっちゃいました。食べれない。またどっかのタイミングで食べよう。はい、取ってきました。このヌードルとちょっと中華系のおかずが美味しそうですね。健康を気にしてシーザーサラダとスイカも取ってきましたけど、砂糖でプラマイゼロになっちゃいます。いただきます。美味しい。やっぱ麺料理食ったら落ち着きますね。このチキンもねすごい柔らかくて、味付けもなんかシンプルでくどすぎることなくて、個人的に好みのちょっと中華風な味ですね。でこのサンドイッチは出す直前にねレンチンしてくれたんでめちゃ熱々。うわ、チーズがめっちゃ厚みがあってトロトロで美味しい。ハムと一緒にこれ美味しいですね。側面はフレンチトーストかな、ちょっと甘みもあって、今日お昼メインダイニングで食べたんで、昨日夜も夕食はメインダイニングでちょっと変えてみようかなって思ってね、ここに来てみたんですけど、今日は夕食軽くでいいかみたいな時はこういうところを利用するのもありですね。まだディナービュッフェそういえば行ってないですね。ランチもめちゃくちゃ豪華だったんで、ディナーはもっと豪華なお料理があると思うんで、明日とか行きましょうかね、お腹空かせて。さあ、そしてアクアシアターでこれからショーが始まります。これはやっぱ天井見上げるとめっちゃ高いな。大迫力のショーが10時開始なんですけど、9時半頃からもうすでに人が並んでて、早めに来てよかったです。かなりいいポジション取りました。多分ねこれ前の方だったらちょっと濡れると思うんで、一応4列目ぐらいを確保してます。ど真ん中で、あの辺にちょっとした座りやすそうな椅子とかクッションがあるけど、あれはリザーブの席みたいですね。お金払わないとああいういい席には座れません。後ろにはソファー席とかもありました。間違えて10時開始かと思ったら10時半開始でした。1時間前から並んでしまったっていう感じなんですけど、ただね正解でした。正直ね30分前だったら今座ってる席空いてなくて、あと10分で始まるんですけど、こんな感じでもう満席です。大人気のイベントですね。アイコン・オブ・ザ・シーズで最も衝撃を受けたショーがこのアクアシアターでした。巨大な船の上にこれほどまでに本格的なアクアステージがあるなんて正直想像してませんでした。ショーが始まってまず度肝を抜かれるのが、見てくださいこれ、回転する輪に乗ってその中で命綱もなしに走り回るパフォーマーの姿に、客席からは何度も悲鳴と歓声が湧き上がってます。そして今のは序章に過ぎず、アクアシアターの凄さはこの後も続きます。天井から突然現れるアクロバットのチーム、水しぶきを上げて飛び込む演出、すごいですねこれ。ダンス、光、映像、水、音楽、全てが完璧に融合していて、まるで一本の映画を見ているような感覚になります。見ているうちにどんどん引き込まれていって、気づけば息を飲んで見入ってしまってました。そしてこの技術や演出の凄さもさることながら、この舞台を船の上で毎日やっているということ、これはもう世界中のどんな劇場で見るよりも唯一無二の体験なんじゃないですか。たくさんのエンタメが詰まったこのクルーズの中でも間違いなく一番記憶に残ったエンターテインメントでした。ショーが終わって夕食ちょっと軽めで小腹が空いてきたので、ピザを1枚ここでいただこうと思います。豪快のプロムナード。ピザはこの一番右がクラシック、真ん中がペペローニで、これもクラシックかで、カルニボーレっていう風に書いてますね。3種類か。ペペローニを注文してみました。いただきます。
薄生地だけどもちもち熱々で焼きたて美味しいですね。ピザも本当に大人気ですね。もう12時回った時間帯でも大盛況ですから。欧米ではピザを夜食として食べる文化があるんですかね。日本でいう夜泣きそばとかラーメンとかね、ちょっと罪悪感出る感じで皆さん食べてるのかわかんないですけど、いや美味しいですね。でもこの一切りぐらいだったらペロリと食べれちゃうんで夜食として最適です。でここのレストランというかピザ屋さんが多分一番夜遅い時間帯ミッドナイトまで開いてるんですよね。だから集まってるんですよね、人が。なのでやっぱこれだけたくさん店があると何時になってもどこかしらでご飯食べれるんで、お腹がすくってことがないですね。常に満たされてます。あ、なんかみんな面白いことやってますね。これヘッドホンつけてなんか踊ってるんですけどね、これサイレントパーティーってやつですね。多分ね自分で好きな音楽をかけながら一緒に来た人たち、友達、家族で楽しく踊ってますね。今日のザ・パールの色はブルーです。いや本当にもうロイヤルカリビアンは遊ぶものが多いから夜遅くまでみんな元気だわ。明日はセントマーチン島に到着で観光するのでそろそろ寝ましょうかね。時刻はもう24時回ってます。おやすみなさい。はい、おはようございます。翌朝です。で、朝起きたらもうすでにセントマーチン島に到着してました。今8時半頃なんですけど、目の前には仲間のロイヤルカリビアンの船が止まってますね。アドベンチャー・オブ・ザ・シーズって書いてます。まあこっちの船の方がやっぱこうやって見ると圧倒的にでかいのが分かりますよね。これもこれで相当大きなクルーズなんですけど、目の前の船からもたくさんの人たちが降りて向こう側左手に向かっていってるのが見えますね。反対側の景色を見てみるとこっちの方がより広大に島の景色を望むことができてます。カリブ海らしい綺麗に透き通った海が目の前に広がってますね。でここのセントマーチンはカリブ海にある小さな島なんですけど、なんとフランス領とオランダ領が共存している島なんですよね。かなり珍しいです。北部がフランス領で南部がオランダ領。面積は約87平方キロメートル、東京23区の約5分の1しかありません。そんな中でも有名なのが飛行機が真上を通り過ぎるマホビーチですね。そこに今日は向かいたいと思います。朝食は今日はビュッフェをいただきたいと思います。朝からまた元気にウォッシュウォッシュ歌ってますよ。Don't you? Good morning. Washi washi. Don't you baby washi? Ohio, gozaimasu. Don't you listen, washi. Thank you. ありがとうございます。ありがとう。朝食も品数本当にたくさんあります。簡単にどんなものがあるか見てみましょうか。朝食のビュッフェは初めて来ましたけど、やっぱり朝食らしい。ここには卵料理、エッグベネディクト、そしてビーンズ系にここにはフレンチトーストやワッフルですね。うわすごいね、これアメリカンって感じのパンケーキとワッフル、子供大興奮ですよ。うわパン類もこれアメリカンな感じで甘くて美味しそうですね。コールドミール、ハム、チーズ、サーモン、一般的なサラダもあって、この辺にもソーセージうまそうだ。でベーコンに、グリルトマト、ハッシュポテト、ゆで卵、グリルされたハム、その場で切ってもらえるやつですね。でここにあるのがおかゆですね。おかゆの具材がこんな感じでたくさん。コールドミールはおしゃれにアボカドトーストと、こっちにはベーグルにクリームとサーモンが乗ってるやつ。この辺にはヨーグルトとかグラノーラ系かな。であっちにもソロ系が並んでますし、裏側にはフルーツたくさん。ここにはビーンズ系にチャーハンみたいなお米のお料理と、これはお芋、じゃがいもの炒め物かな、野菜とか、あとはオムレツも奥にありますね。はい、取ってきました。アボカドトーストとサーモンのベーグル、そしてフルーツたっぷりのパンケーキ。アメリカっぽいですね。
これもお店で食べたらチップ込みで3、4千円いきますから。そして日本人なんでお米が食べたいですね。卵はなんだかんだゆで卵が美味しい。絵力ないけどこれが一番食べたいわ。最初ゆで卵楽しみに食べようとしたんですけど、めっちゃ剥きづらいです。綺麗に剥けない。身がいっぱい取れちゃった。まあいいや、なんかちっちゃくなった。うまい。卵は毎日食わんとね。でお米のこのチャーハンみたいなやつめっちゃうまそう。若干味が薄いけどまあ美味しいかなっていう感じですね。いやでもこのパンケーキがうまそう。見た目もいい感じに盛り付けられたんじゃないですか。いや生クリームとフルーツたっぷりで最高やな。もうアメリカだったらお店行ったらフルーツ1つ追加で3ドル4ドルとかなるんですけどね、もうここだったらもう盛り放題食べ放題ですから、それにしてももう景色最高やな。早く出かけたい。さあじゃあこれからセントマーチン観光行きますよ。出口はここにエグジットヒアーっていう風に書いてますね。真ん中のプロムナードのところからこのカジノの下から出ていくんですね。はい、出てきました。これ真下から外観見たの初めてですね。乗るときは見られなかったんで、やっぱでかいなこれ。こっちの右手の方まで下から見ると大迫力。すごい、後ろから見た景色が大迫力すぎてめっちゃ興奮するわこれ。向こう側の奥の船に比べてももう全然サイズ感違うっていうのが分かると思います。このお尻の景色圧巻ですね。アイコンオブザシーズと真ん中にズドンと入ってるのもいいですね。その上にロゴマークで、さっきまで青空結構あったんですけどちょっと雲が増えてきましたね。なんかね、マイアミがハリケーンシーズンって言ってたから、もしかしたら今のこの7月頭6月末から7月頭の時期は雲が出やすい季節なのかもしれないですね。船降りたらいきなりこれショッピングモールみたいなところに出てきましたね。左手にはこれダイヤモンドインターナショナルって書いてますけど、時計のメーカーとかなんか高級ブティックが販売されてるのかな。免税ショップ的な感じか。でいきなりバーみたいなところもあって、この辺はもはやもしかしたらみんなクルーズに乗る人たちばっかりなんですかね。クルーズの寄港地のお客さんでにぎわう観光地でもあるのかもしれないですね、セントマーチンは。デューティーフリーワールドって右手のところに書いてるわ、この辺りのショッピングモールは。タクシーがここにありますね。有名なマホビーチに行くことができるのかな。エアポートマホビーチタクシーって書いてますね。3時に最後ビーチ出るから、それまでに帰ってこなきゃいけないのか。はい、降ろしてもらいました。こんな感じでもうたくさんタクシーが走ってます。で3時までにあそこにいろよみたいなこと言われたんですけど、エクストラペイだったら1時間延長して10ドル1人当たり払えば特別に少し遅れてでも迎えに来てもらえるみたいな話だったんで、その場合はここで待っててねって言われました。でこの向こう側にビーチがあります。なんだこれ、デンジャーって書いてるぞ。飛行機が真上飛んでくるからね。やばい、来た。おー、KLM オランダ航空。くっそ、今来たのに綺麗に撮れなかった。でもね、この後も何本か来る予定があるんで、全然大丈夫だと思います。今日はこんな感じでビーチ人めっちゃ多い。多分ロイヤルカリビアンが来てる日だからっていうのもあるんだろうな。いやー、うまく撮れるかなこれ、写真動画飛行機の。これビーチも本当綺麗ですね。透明度高くて波もそこまで高くないから遊泳しても楽しそう。なんか他の人の動画見た時には波もうちょっと高かったんだけど、上に来た。なんだこりゃー、めっちゃ近い。アメリカン航空すごい。いや、やばかったっすね。あんなに近くで飛行機見たことない。でエンジン音がやばすぎてもう耳が大変なことになるのかなって思ったんですけど、意外と大丈夫ですね。さっきのアメリカン航空でジェット機なんでそこそこでかいやつだと思うんですけど、普通に全然耐えられるレベルの音でした。これからまだね1時間の間に多分 2,3 本ぐらいやってくると思うんでめっちゃ楽しみ。
いやこれ飛行機好きにはたまらんビーチですね。飛行機真上に通り過ぎていくのを見ながら遊泳を楽しめるんでワクワクします。結構潮が満ちてるんでね、スペースがないのが今の時間帯残念なんですけど、でも、波が穏やかでちょっと今使ってます。おお、また来たー。これは何の飛行機だ。大歓声。来たぞー。また今度は自撮りで撮れるか。チャレンジいくぞ。来たぜ来たぜ来たぜ。これも結構でかいよ。うおー、来ましたー。エアフランス。今度ユナイテッド航空がこっちの滑走路から出航します。うわー、あ、ちょっと待って。やべやべやべ。うわー、ちょっとやばいやばいやばい。嘘でしょ。やばい。突風来た。いやびっくりしましたね。向こう側に飛んでいく時でもやっぱジェットでこうすごい風がこっちに向かって吹いてくるからあんな感じになるんですね。いやとんでもなかったわ。危なかった。これミラーレスカメラだからね、レンズ壊れるんじゃないかってぐらい砂ぼこりが飛んできたんですけど、すぐに下向けたから大丈夫だったけど、いや楽しいですね。めっちゃいろんな楽しみ方できるじゃんこのビーチ。いや飛行機たくさん眺めて、このビーチサイドにあるバーみたいなところにやってきました。ここで昼飯いただきます。すごい、ここからもビーチと飛行機眺められそう。綺麗に。メニュー表はこんな感じです。真ん中にハンバーガー、下サンドイッチ、グリル、ロブスターとかチキンとかいろいろありますけど、これがちょっと面白いんですよね。ピザのメニューがデルタエアラインズとかエアフランスとか KLM とかこの辺に着陸する飛行機、あと他も全部飛行機にまつわる言葉ばっかですね。でこのセントマーチンってやつが美味しそうなんで頼んでみました。昨日夜ピザ食ったばっかなんですけどね、名前に惹かれて。ドリンクも南国っぽいものがたくさん並んでます。ピニャコラーダが好きだけどなかったんで、このガバベリーコラーダってやつ頼みました。今からジェット機アメリカン航空が出発するんで、多分あの人たち吹っ飛ぶぞ。大変なことになってる。帽子吹っ飛んでるよ。面白そう。はい、来ました。ピザセントマーチンです。プロシュート、生ハムとスイートチリサルサですかね。そしてトマト、フレッシュモッツァレラも入ってます。うまそう。フローズンカクテルでガバベリーコラーダ、美味しそう。セントマーチンの海を見ながらいただきます。ガバコラーダ。いやーうまいな。やばい、また KLM オランダ航空が飛んでいく。結構でかいぞあれ。 KLM の飛行機結構でかかった。エンジンの音がすごい。でも助走がまだ短い。飛んでる飛んでる、みんな飛んでる。風すごい。いや途中になりましたけどね、なんとかコラーだけ本当に好きなんですよね。ピナコラーダとかラム系のフローズンカクテルが好きなんですよね。そしてピザもいただきます。美味しい。具材がめっちゃ大きくて、この生ハムがね豪華に入ってるから、このジューシーさがいいですね。トマトベースのピザに。いや最高。また来た。今度はデルタ航空。すごい。いや最高やなここ。本当にもう飛行機好きにとってはたまんない場所ですね。一日中入れるわ。
この辺のリゾートホテルで1泊したいわマジで。いやそれこそ日本からやっぱセントマーチンだけ目当てでこう来るって結構ハードル高いと思うんで、クルーズ目当てできてついでで寄るっていうのが一番ちょうど良かったのかもしれない。いやー楽しかった。帰ってきました。うわーこれ改めて見ると横幅が本当にでかいな。アイコン・オブ・ザ・シーズ、こっちのもう一つのロイヤルカリビアンと比べたら一目瞭然じゃないですか。ここからだとすごい分かりやすいな。さすが世界最大のクルーズですね。これはこんなでっかい船見たことないわ本当。いや一回こうやって寄港地を観光するとまたクルーズ船に帰ってきてなんか新鮮な気持ちでクルーズ船を楽しめるっていう感じがするんでね、これがいいんすよね。寝てる間に移動して起きたらすぐに観光を開始できて思いっきり遊んだらあとはもうこのクルーズの中で豪華にくつろぐだけという、やっぱ快適だクルーズは。お、今隣にいたアドベンチャー・オブ・ザ・シーズが出港していきました。このアイコン・オブ・ザ・シーズから見るとちっちゃく見えるんですけど、あれも全長311メートルって結構大きな船なんですよね。日本に走っている大型のフェリーサンフラワーとかが190メートルなんで、それに比べたらかなりでかいんです。なんかこのアイコンに乗ったら感覚がおかしくなりますね。こんなでっかい船がちっちゃく感じるっていうのは。はい、お部屋でちょっと休憩して今6時になってセントマーチン島を出港しました。いやー楽しかったですね。もうちょっとあそこのマホビーチ楽しみたかったなっていう思いがあるんですけど、でもそれぐらいがちょうどいいんですよね。一回も来たことがない場所にこうやってクルーズきっかけに訪れて、ここってこんなに楽しかったんだっていうことを感じながら、そしてもうちょっといたかったのにな、また来たいなっていう新しい発見を得ることができる。これもまたクルーズの楽しみ方の一つですよね。この楽しかった寄港地を離れる時のちょっとセンチメンタルな気持ちもなんかクルーズだなっていう、そんな気持ちがしますね。船の上でもこれセントマーチンの観光終わった後なのにみんなまだプールで泳いでて元気すぎるな。ちょっと早いですが今日はこれからディナービュッフェ行ってみたいと思います。観光してお腹空いたんで。ディナービュッフェに来るの何気に初めてですね。夜はメインダイニングに行くことがあったんで、ディナーはどんな感じなんだろう。メインと違って予約せずにひょいっといつでも好きな時に来れるのがいいですよね、ビュッフェは。見た感じお昼とメニューはそんなにたくさん変わるわけではないですね。で日によって今カリビアンって書いてますけど、今日はドレスコードがなんかカリビアンなものを着ようみたいな感じなんで、ちょっとだけ一部のコーナーがそのテーマに沿ったお料理がこんな感じで提供されてる、そんなイメージです。なんでお昼なかったもの、もしくは昨晩とかその前の夜にはなかったものがこの辺にはたくさん並んでるっていうことですね。これはフォークですね。はい、取ってきました。ビュッフェでまだビーフステーキ食べてないんでステーキを取ってきて、で今日はカリビアンということで中南米の料理が結構たくさん置かれてるわけですね。これがなんだっけ、バナナに似たような形をした中南米でよく食べられるフライドプランテインってやつですね。プランテインっていうバナナによく似たやつを揚げた料理みたいです。でこれもカリビアンビーフペッパーポットスープって書いてました。そしてこれがジャマイカンチキンパティーズ。なんかアルゼンチン料理屋さんでこういうの僕食べたことありますね。全体的にカリビアンな感じです。まさにロイヤルカリビアン。いやほんと今日汗かきましたね。もう顔がだいぶ黒くなってると思いますよ。炎天下でずっと飛行機待ってたんで。お腹すいた。ステーキ普通に美味しいですね。で気になるこのフライドプランテインってやつ、実はねここに来る前マイアミでキューバ料理屋さん行ってそこで食べたんですよね。これを確かにバナナのような味わいがするんですけど、バナナよりもなんかこうちょっとさつまいものような風味って言えばいいのかな。よりなんかこう熟成されたバナナの香りが漂ってきますね。でグリルされてるんでね、少しだけ香ばしさもあります。日本じゃ食べれない味ですね。でこれがジャマイカンチキンパテーって書いてましたね。タイみたいなやつ。
サクサクのパイ生地の中に鶏肉のミンチがたっぷりと入ってますね。あとはチーズとかちょっとした香草とかバジルとかも入ってますかね。これも中南米料理なんで日本じゃなかなか食べれんやつで、これがカリビアンビーフペッパーポットスープ。味の想像がつかないですね。なんだこれ。普通に美味しいですね。なんかね、カレーっぽいスパイスも効いてるんだけど、すっごくとろみがあって、多分ビーンズとかそういったすりつぶされた風味もしますね。これも日本じゃ食べれない、中南米の新しい味わいですね。こんな感じで日によって多分ね、ビュッフェコーナーが一部の区間がテーマに沿ってメニューが変わっていくんで、毎日違うものを日本じゃ食べられないような新しい体験ができるっていうのも海外クルーズの醍醐味かもしれないですね。いや、明日はディナー何にしようかな。まだまだね、食べてないものいっぱいあるから悩みます。ご飯食べてサンセット見たいなって思って、今日は方角的にこっちの選手の方のアクアドームがサンセットのビュー望めるはずなんですけど、やっぱり奥の方雲が厚いですね。昨日に引き続きなんとか今回のクルーズ中に綺麗なサンセット見たいんだけどな。また明日に来たい。はい、今日はここのアブソリュートゼロっていうスケートリンクでショーが始まります。もう今の時点でこれすごい光放っててワクワクします。クルーズの中にアイススケートリンクがあるってだけでも驚きなんですけど、そのリンクで本格的なアイスショーが繰り広げられるなんて、これまた想像以上でした。目の前で繰り広げられるのはまさに本物のアスリートたちによる圧巻のスケートパフォーマンス。出演しているスケーターの中にはオリンピックや世界選手権に出場した経験を持つプロスケーターもいて、その動きのキレやジャンプの高さ、演技の完成度が桁違いなんですよ。しかもそんなハイレベルなショーをこの近さで見られるなんて、これまたクルーズでしか味わえない贅沢ですよね。音楽、照明、プロジェクションマッピングとのシンクロもすごくて、スケートの枠を超えた総合エンターテインメントでした。昨日のアクアシアターに続いてアイコンオブザシーズのショーのレベル、本当に恐るべしです。そして今日の夜はここのプロムナードでヒットソングダンスパーティーみたいなやつが行われてるんで、多分ヒットソングを流しながらみんなでその名の通りダンスを楽しむ日ですかね。今日も盛り上がってます。毎晩こうやってパーティーをやってるわけですけど、同じパーティーでも全然違う楽しみ方を毎日できるっていうのが本当に面白いですね。アイコンはエンタメの提供の仕方も本当多彩ですよ。今日も楽しかった。おはようございます。今日も起きたらもう寄港地に到着してました。目の前に見えているのがセントトーマス島です。今回のクルーズ旅で初めて知った島の名前なんですけど、アメリカ領ですね。なんで公用語は英語、島国らしい素敵なビーチや、あとはデューティーフリーのショッピング天国っていう風に書いてましたね。そういうちょっとした市街地があるみたいです。こっち側には綺麗な海にたくさんのヨットが停泊していて、波も穏やかで癒されますね。降りてきました。何回見ても巨大です。アイコンオブザシーズ。こっち側からまっすぐ進んでいったら街の中行けるのかな。この辺もなんかセントマーチンと同じようにモールみたいなのがありますね。で、右手を見るとすごいですね。なんかこの山の中に結構お家とかがポツポツと点在してる不思議な光景。港町って感じになるのか。日本だったら長崎とかを想像すると、長崎はもうちょっと密集してますけどね、ちょっと散らばってるのが面白いこの光景。 Welcome to セントトーマスって書いてくれてますね。出てきました。正面からのアイコンオブザシーズ。垂直にここの選手の部分を降りてるんですね。で、出た瞬間にタクシー This way って書いてくれてるんで、こっちに進んでいきます。タクシー乗り場に来たら各ビーチにタクシーをこんな感じで出してくれてますね。料金も書いてます。で、こっちはダウンタウンに向かうやつか。さっきのはビーチで、どこ行こうかな。
でケーブルカーに登って綺麗な景色を望めるところに今から向かいます。なんかすごい大きなこんなトゥクトゥクっぽいやつに乗っていきます。値段はまだ聞いてません。あれがケーブルカーだ。クルーズの後ろにあるやつ。いや今ちょっとねさっき乗ってたタクシー降りたんですけど騙されたっぽいんですよね。乗ってあっちのケーブルカーに行ったらあそこまで8ドルって言われて、でただここのケーブルカーも乗るのに40ドルぐらいかかるから、もう俺のツアーに乗ったらここよりいい景色とかいろんなスポット連れてってあげるからそれで46ドルで行けるよみたいな、そんな感じで言われてたんですよ。ただ英語を話せる人同士で結構なんか揉めてる感じがあったんですよね。でその人たちはもうしゃーなしで渋々とちょっと不機嫌そうな顔でいやいやツアーに参加してる感じがあったんで、もうなんかせっかくねここ二度と来ることがないかもしれないんで、僕もツアーだと英語正直聞き取れないことが多いからもう自分で行動したいなと思ってダウンタウンに今到着したんで、もうここで降ろしてくれって言い張りました。そしたらまあ8ドルでいいよって、8ドルぐらいで済ませてくれたんで、とりあえずダウンタウンにやってきました。ここからどうやって船に帰るのとか全く決めてないんですけど、まあダウンタウンならなんとかなるでしょうね。いっぱい人いるし、最悪お店の人にタクシー呼んでもらえると思うんで。ということで到着しました。ここがセント・トーマス島のダウンタウンです。ロイヤルカリビアンのアイコン・オブ・ザ・シーズのツアーの概要にはここがデューティーフリー天国だよみたいな言ってました。よし、じゃあ街の散策していきましょうかね。デューティーフリーでショッピング天国ということなんですけど、なんかね建物がすごい可愛らしい建物が並んでいて、この南国の木もたくさん生えてて雰囲気いいですね。ちょっとヨーロッパっぽい。でずっとさっきの小道を抜けていったらここの通りがメインの通りですね。デューティーフリー天国です。で面白いのがこれロレックスがレンガ造りのこんなおしゃれな外観になってるんですよね。でさっきヨーロッパっぽいって言いましたけど、ここのシャーロット・アマリーは最初スペイン、イギリス、フランスが奪い合って最終的にデンマークの人たちがここを支配したらしいです。なんでこんなヨーロッパのようなちょっとねレンガ造りの街並みが続いているわけですね。で今はアメリカの領土となっているため、グアムみたいなねデューティーフリー天国になっていると。なんで今回のアイコン・オブ・ザ・シーズの寄港地の中ではショッピングを楽しむっていう目的の一つの場所として有名みたいです。もちろん綺麗なビーチもあります。ちょっとそこに行けるか分かんないんですけどね、騙されたんでタクシーこれから見つけられるのか。こういう小道もねところどころにあって、ちゃんと左右にバーとかカフェとかあと宿もありましたね。日差しが強いからこの細い小道がいいですね。太陽を遮ってくれて快適に歩くことができます。ちょっとデンマークっぽいんじゃないですか、ここの小道も。デンマーク行ったことないんですけどね。うわ、これまた歴史を感じるポストオフィスですね。ベトナムのホーチミンにもこういう有名なポストオフィスありましたよね。多分昔の建物がそのまま残ってる。この辺のホテルとかもパステルカラーですごい可愛らしい。ちょっと丘の上にも立ってます、ピンクのやつ。はい、で街中でなんとかタクシー見つけられました。なんかね大きい車しかなくて少人数で乗ろうとしても乗せてくれなかったりしたんですけどね、苦労しました。で街中から反対側山越えて13分ぐらい走らせてやってきたのがマゲンズベイビーチっていう世界のベストビーチランキングでの常連らしいんで、相当綺麗なビーチ見られると思います。入場料が7ドルってあそこ書いてますね。はい、到着マゲンズベイ。これが世界のベストビーチランキングの常連に入るビーチです。広いですね。こんなにたくさん人いるんだ、有料なのに。多分ねロイヤルカリビアンの乗客が大半を占めるんじゃないのかなと思うんですけどね。昨日のセントマーチンもそうでしたけど、奥の方までずっと人が続いていてみんな楽しく遊泳してます。でも世界のベストビーチランキングっていう割にはそこまで沖縄の海の方が綺麗な場所が多いような気はしますけど、ただ海水浴にはかなり適してそう。トイレとか着替える場所ももちろんあるし、遠浅のビーチで波が本当に穏やかだからお子さんがいても快適に泳げそうですね。これ入り江になってる景観がいいですよね。こっち側からぐーっと奥の方まで突き出ている半島、こっちの左手も右手奥まで半島が突き出てるんで、入り江になってるから波が穏やかなんでしょうね。ハワイのハナウマベイとかもこんな景観ですよね。
船のプールでずっと泳いでたら飽きが来るんで、たまにこうやって寄港地で気持ちのいいビーチで泳げるっていうのもクルーズの醍醐味ですね。よし、じゃあ海の中入ります。おお、あったかい、気持ちいい。やっぱ南国のビーチはよいしょ。おお、透明度高いですね。やっぱり遠浅で浮きはなくても向こうの方までずっと歩いていきます。ほんと波が穏やか。いやー、めっちゃ気持ちいいわ。これクルーズのプールよりやっぱこっちの方が気持ちいいかも。クルーズはなんだかんだアイコンオブザシーズめっちゃたくさん人乗ってるんで、人でゴミゴミしてる時間帯が多いんですけどね、さすがに大海原だったらこんなにたくさん人がいても快適に泳げます。波にゆらゆらと揺られながら、最高。今日は日差しが強くて暑いからね、もうずーっと海の中に浸かってても寒くならない。このまま1時間ぐらいずっと使ってられるわ、これだったら。でも見渡す限り日本人は僕しかいないっすね。ほとんどアメリカ人ですね。アイコンオブザシーズロイヤルカリビアンマイアミ発着ということなんで、当然ながら日本人もそうですけど、一人で来てる人も僕しかいないような感じがするんですよね。まあいいでしょう。 YouTube がなかったらこんな体験はできなかったですからね。でも本当不思議なことに、僕みたいなわけわからん東洋人がこうやってカメラで自撮りしても、そんなにあいつ何やってんだみたいな目は感じないですね。逆に日本で一人でカメラ回してる方がジロジロ見られてるような気がするんで、そこまで居心地は悪く感じないですよ。船に戻ってきました。この後アクティビティのクラウンエッジに参加する予定で、そんな時間ないんでちょっとパッとランチを食べようと思います。ここのガーデンのところにあるパークカフェ。まずここがサラダを自分で好きな具材とドレッシングかけて注文する感じですね。この辺、あとはこんな感じでローストビーフサンドイッチにしていただくことができるみたいですね。これでサンドイッチありますね。いろんな具材とケーキまで。手前側右手クッキーに、ここにもいろんなコールドミールのサンドイッチ、フルーツがあります。あとはクリームガーリックスープとかチキンコンソメスープまで。サクッと軽食いただきます。ローストビーフで、これチキンコンソメスープみたいなの頼んだんですけど、中に鶏肉結構入っててめっちゃいい感じ。野菜とあとはサラダ、いいんじゃないですか、ヘルシーで。やっぱここのパークサイドが一番落ち着いてていいな。だいぶこれソースが酸味が効いてますね。ちょっと酸味強すぎかな。お肉もなんかちょっとジューシーっていうかパサパサだな。これはちょっといまいちだ。チキンコンソメ、これ美味しいな。シンプルなコンソメスープに野菜、チキンもどっさりで日本人好みの味だ。でも見知らぬ国に行くとちょっと不安があるんですけどね。こう寄港地で今日もぼったくられたりしたので大丈夫かなっていう中で、船に帰ってくるとやっぱ家に帰ってきたかのような安心感がありますね。さすがに5日目になるとどこに何があるのかっていうのも分かってきましたし、ちょっとずつこのアイコンオブザシーズがホームになってきました。はい、今2時半頃でセントトーマス島出港しました。インフィニティプールが大変なことになってます。もう人でぎっしりで、みんなこの出港の景色を楽しんでるっていうことですね。やっぱ綺麗ですね。海、これエメラルドグリーン色ですよ、海が。ちょっとね、セントマーチン島の飛行機の迫力に比べたら物足りない部分もありましたけど、ぼったくられましたし、でも街並みがやっぱ綺麗ですね。こうやってここから見ると、この坂の中にパステルカラーの可愛らしい色合いのお家がたくさん並んでて、街の中もヨーロッパっぽい小道がたくさん。ひょいっと立ち寄るにはちょうどいい島でしたね。寄港地からみんな帰ってきたんで、船内が今度は賑わってるんですけど、いつも満杯のプールがなぜか今の時間帯空いてないで、謎なのがね、謎っていうか
今めっちゃ暑いんですけど、このクソ暑い中でもみんなジャグジー入ってるんですよね。やっぱ分からんすね、日本人と欧米人の感覚が違うのを見るのも面白いです。ご飯食べて、今回のクルーズ旅でめっちゃ楽しみにしていたアドベンチャー体験をします。これです。クラウンウェッジ。ここから船の横にせり出した部分に吊るされて歩いていく、歩けるわけじゃないのかな、ここを渡っていくアクティビティですね。真下海ですからね、これスリルやばそう。クラウンウェッジ楽しみにしてたのに、なんと強風のため今日は開催できませんって言われちゃいました。なんでや。でこれ本当に人気のアクティビティなんで、残りの明日と明後日はもう夜しか空いてなくて、でも夜はもう他の予定が入っちゃってるんで今回できない。いやショックだなマジ。早めに予約しとけばよかったこれ。教訓として皆さん乗るときはやっぱりこれはやりたいっていうのはもうほんとすぐ予約した方がいいですね。ここに吊るされて真下にこんな感じで海が見えたんですけどね、またいつか乗った時に。あら残念だけど、いいや、さっき昼あんまり食べてないから甘いもの食べよう。クレープ食べたかったんですよね。いやうまそう。僕クレープ大好きなんですよね。生地が焼きたてだからパリパリだ。いただきます。おいしい。これめっちゃ美味しいわ。生クリームがかかってたら100点だったんですけどね、そうじゃなくてもやっぱ焼きたてでああやってすぐに出してくれたもの食べれるんで、やっぱ香ばしくて美味しいですね。生地もちょっとサクッとが残ってる。いやちょっと暇ができたらこういうの気軽に食べられるのがやっぱいいですね。またもや移りゆくオーシャンビューを眺めながらゆっくりできるわけです。ちょっとポツンポツンとこう山があるのが景色がいいですね。この辺りのセントトーマス島周辺で、今クレープだけ机の上に置いといたらね、店員さんがなんか気使わせてくれてドリンクなんか持ってくるよって言ってくれたんですよね。あそこにあるちょっとしたフルーツドリンク、お水、コーヒー、じゃあコーヒーお願いしますって頼んじゃいました。そんな気遣いあるか、カジュアルクルーズで。すごいスタッフさんも丁寧な人が多いですね。いやカフェ好きには最高だ、コーヒーとクレープ。ロイヤルプロムナードに来てみるとイベントをやってたんですけど、これはカラフルでユニークなキャラクターたちに変装してパレードを行うイベントですね。クルーも一緒に踊りながら登場してド派手な演出。観客との距離がとにかく近くて、手を振ったり写真を撮ったり、まるで自分もパレードの一員になった気分になります。テーマパークのパレードとはまた違う、ちょっと緩くて遊び心にあふれた雰囲気が癖になりますね。これが無料で、しかも船の中で体験できるなんて、本当にクルーズは贅沢ですね。今日はこのアクアドームの裏のところのガラス張りのところでサンセットですね。向こうのプールでサンセット見たかったんですけど、残念ながら晴れる日がなかったんですけど、今日はいい感じで見れますかね。ちょっとご飯食べた後楽しみです。はい、で今日はせっかくなんでここのアクアドームにあるシーフードレストラン、有料レストランに行ってみたいと思います。夜はめっちゃいい感じのこの窓際のシート用意してくれました。素晴らしい。全面ガラス張り、有料レストランちょっと違うねやっぱ。はい、お店の中に入ってきました。でここのレストランは事前にパッケージで購入しました。でコースメニューをいただけるんですけど、左のスターターズは最初に注文さえすれば何個でも頼んでいいっていうふうに言われました。で真ん中のこの白い部分がメイン、この中から1つ選ぶことができるんですね。ムール貝とかフィッシュ&チップス、シュリンププラッター、下の方にはいろいろな海鮮のセットになったやつ、あとステーキ&ロブスターとかもありますね。でこっちのサイドは、メインに備えのサラダが多いのかな、これも最初に注文すれば何個頼んでもいい。でデザート
1ついただけます。いやー豪華ですね、さすがに有料レストランで。ドリンクメニューもこんな感じで、真ん中にこれオイスターシューターってやつで単品でオイスターを頼むことできるんですね。牡蠣を売りにしてるのかな。で下にたくさんワインも並んでます。珍しくニュージーランド産ワインがあるからこれにしようかな。はい、で最初これ多分サービスのパンだと思うんですけど、いやー普通のレストランと違いますね。ちょっとこう揚げパンみたいな感じになってるのかな。ガーリックの匂いがする。前菜もたくさん頼んでみました。これがシュリンプカクテル、めっちゃおしゃれ。そしておすすめマークがついていたクラムチャウダーです。さらにはこれはオイスターグリル、いろんな味ですね。左がスピナッチ、ほうれん草、真ん中オニオン、右手がチーズっていう風に言ってました。なんと3種類楽しめます。これも美味しそう。さらにはなんと生牡蠣まで注文できました。ソースもいろいろついてるし、結構たくさん個数あるよ。これ最高じゃん。はい、じゃあ白ワインいただきます。ニュージーランド産スービニョンブラン。うまい。ほんのりフルーティーでしっかり切れ味があります。さあシェフおすすめのこのクラムチャウダーを、これは美味しいわ。中にね、お野菜とか海鮮がかなりゴロゴロとたくさん入ってますね。多分なんかホタテ系とか貝類、本当に贅沢にこれでもかっていうぐらい入っててね、海鮮の風味がしっかり出たクリーミーなスープですね。うまい。これはいいわ。よし、じゃあ焼き牡蠣いってみます。レモンを絞って、うまそう。うまい。いやうまいですね。外国だと大味の味付けになりがちなんですけど、そんなに味付けも濃すぎない。チーズのグリルされた香ばしさと牡蠣が一緒に味わえて、そしてこれがオニオンのちょっとした酸味が効いてますね。いや3つ全部違った味わいが楽しめて最高だな。まさか外国で美味しい牡蠣食べられるとは。日本だとねよく食べるんですけど、白ワインが進みます。いやーうまいですね。ニュージーランド産のスービニョンブラウン、最高に牡蠣と合う。いいね。そして生牡蠣もいっちゃいますよ。レモン絞って。これは何なんだろう。生姜か何かか。生姜かガーリックだな。これがなんか醤油みたいな色してるけど、どういうソースなのかわからん。大きいね。プルプル。生牡蠣も美味しい。自然そのものの味わいをちゃんと味わえて、ソース類がほんのり酸味を演出してくれてまたいいですね。いや前菜なのになんかもうこれがメインでいいんじゃないかってぐらい贅沢に牡蠣もエビも出てきて、さすがに有料なだけあってねクオリティ高いですね。次のメインはどうでしょうか。そして何よりね、この海沿いのサンセットを見ながらのディナーが素晴らしいですね。これおすすめですよ。この時間帯に来るの、サンセットの時間。メインがやってきました。これがキャプテンズプラッターだったかな、そんな名前だったと思います。すごい。真ん中にでっかくロブスター、そしてシーバスですね。下にあるのがスズキです。で備え付けのお野菜がやってきました。スタッフさんが食べやすいように切り分けてくれます。さすがだ。もう一つはムール貝です。うわすごい。これムール貝はグリーンマッスルですね。ニュージーランドのめっちゃ美味しいやつじゃん。さあロブスターをいただきます。うまっ。これはうまいですね。バターとローズマリーの風味とバジルと、おそらくオリーブオイル、ガーリック、それらが本当に絶妙に風味を発していきますね。いやこれは
さすがにインクルーシブで食べるロブスターよりこっちの方が美味しいわ。そうじゃなきゃ困るんですけどね。これは白ワインが進むわ。最高。そしてムール貝グリーンマッスル。おお、貝めっちゃでかいこれ。これはなんかクラムチャウダーのようなクリーミーなソースがまぶされているのと、あとは多分白ワインで蒸してますね。相当これいいお酒の香りが漂ってきて、これがもう一番白ワインと合いますね。いやーうますぎる。船の上でこんな美味しい海鮮食べれるとは。まあね、インクルーシブでも十分美味しいんですけど、やっぱりちょっと特別なディナーにしたいなっていう時は有料レストランはありですね。もうさっき言ったようにこのサンセットタイムがここ超おすすめです。めちゃくちゃ綺麗だったんで、ぜひ来てみてください。フォーキット。ちょっと明日はねステーキレストラン行こうと思ってるんで、そっちも楽しみ。しっかり日が沈んでアクアドームのこの外側も真っ暗になりましたね。お昼はここからたくさんの太陽光が降り注いできて開放的な雰囲気だったんですけど、夜は薄暗くてすごい落ち着く空間ですね。なんかもうここで横になったらリラックスして寝ちゃいそうなぐらい素敵な雰囲気になってます。今ガーデンのエリアに夜も来てみたんですけど、やっぱりここのライトアップも綺麗ですね。でこんな場所があったんですよ。これ下が透けて見える場所、覗いてみるとロイヤルプロムナードが見えてます。で今日はホワイトコーデの日なんで、やっぱり白い服着た人が多いですね。ただこれ MSC とかだったらこのホワイトパーティーとかでみんなで白い洋服まとって踊る時間があるんですよね。そういうのもロイヤルカリビアンでやってくれたら嬉しいんですけど、今日はとりあえず衣装まとってるだけですよみんな。と思ったらミュージックホールに来てみると、みんな白い衣装に身をまとってダンスを楽しんでます。このラテン系の音楽が最高ですね。いやーやっぱりホワイトパーティーは特別感があります。情熱的な素敵な夜ですね。はい、おはようございます。6日目の朝になりました。今日は終日クルーズの日で、今朝起きて7時半頃ですね。やっぱ夜遅くまで楽しんでる人たちがいるんで、朝の時間帯は結構空いてて、まさにアーリーバードですね。早起きすると結構ゆったりとこのプールサイドでくつろぐことができそうですね。で気温もまだ高くないし、日差しも緩いんで、朝とか夕方ゆっくりする方が個人的には好きですね。暑くないし。はい、では今日はまだ行ってないメインダイニングで朝食とってみます。Good morning。はい、メインダイニングの朝食メニュー。以前ブランチで来たんですけど、ブランチであったメニューも中にはあるかな。すごいシンプルな感じですね。でも朝食はジュース、オレンジジュースとかアップルとかコーヒーで、こっち下の方にはフルーツの盛り合わせとかシリアルとかかな。で右手に卵料理、ベーグル、エッグベネディクト、フレンチトースト、パンケーキで、朝の時間帯はなんとこのミモザがコンプリメンタリーで出てきました。朝からお酒。頼んだのはフルーツの盛り合わせと野菜もりもりのオムレツとフレンチトーストです。うまそう。ビッグサイズだ。まずはミモザ。いや朝にお酒飲んだのいつぶりかも覚えてないですね。それぐらい贅沢な空間です。ミモザって何か知らなかったんですけど、調べたらスパークリングとオレンジジュースですね。スカッと甘くて飲みやすい。フレンチトーストは生クリームにメープルシロップ。パンが厚くてめっちゃふわふわっすね。甘めだけど若干ブルーベリーで酸味があるのもいい感じ。美味しいですね。個人的に今のところスイーツのナンバーワンはパンケーキですね。ちょっと前に食べたやつ、バナナパンケーキがめっちゃ美味しかった。
やっぱメインダイニングがでも一番クオリティは高いですね。ただ飛行機寄った時とかなんかアクティビティがある時はね、朝バタバタするんで、そういう時はカフェとかビュッフェでひょいって食べることもできますしね、その辺もう自由に選べるのが最高だ。やっぱなんかプロムナードのところでアメリカの国旗を彩ったカップケーキ持ってきてくれた。すごい。今日はなんかアメリカンな日なのかな。中央のプロムナードにもこんな感じでアメリカ国旗があります。よくよく調べたら、なんと今日はアメリカの独立記念日でした。めちゃくちゃ重要な日ですね。そんな日にたまたまこのロイヤルカリビアンに乗ってるってことが。そして船内のロイヤルプロムナードでこんな特別なセレモニーが行われていました。ベテランズトリビュートって書いてますけど、これはアメリカの大役軍人に敬意を表す時間です。独立記念日の前日ということで、アメリカでは国を支えた元軍人への感謝の気持ちをこうしてイベントとして大切にしているんですね。名前が呼ばれるたびに拍手が起こり、周囲には赤白青の星条旗カラーが灯って温かい空気に包まれています。日本ではなかなか経験できないこういう文化に触れられるのも海外クルーズならではの魅力ですね。やっぱ日本だと建国記念日は間違いなくこんなに盛り上がらないですしね、軍隊の人たちをこう称える文化とか、船の中でも文化の違いを感じられますね。いただきます。すごいねこれ。青色の生クリームとか見たことない。うわ、歯がめっちゃ青くなってるやんこれすごいな、着色が気持ち悪い。よし、じゃあせっかくだから大人専用のプールに入ろうかな。すごい人の数だな。いやー、インフィニティプールめっちゃ気持ちいいですね。周りは欧米人に囲まれてますけど、日本人は僕一人です。まあでもそこまで目線も感じないし、アウェー感感じないですね。みんな心広い人たちばっかりなんで、余裕がある人たちが乗ってますね、クルーズは。そして景色はこっち。素晴らしいこの千尾の景色。目の前に下見てみるとキッズプールがありますね。なんかあそこのキッズプールが一番いいような気がするんだけどな。上にロイヤルカリビアンのロゴマークもついてるし、インフィニティで波の音もあそこだったら聞こえてきそうですよね。まあでもここからの景色も素晴らしい。いやー、いい感じで今日は晴れています。青空で奥の方に見える水平線が本当に綺麗だ。まさにクルーズ船の景色。ちょっとびっくりしたのがね、あそこからなんか写真撮ってる人いるなって思ったら、こっちの方プールに向かって、あれも人形ですね。こんな感じでみんなお酒片手に家族や恋人、友達と楽しく会話を交わしてますね、プールの上でも。いやー、でもやっぱ気持ちいいね。海を見ながら冷たいプールに入るのは。はい、で中央あたりにあるプールに来てみたんですけど、このアイコンシリーズはなんとプールの中にバーがあります。これは他のシリーズだとないみたいですね。せっかくだから一杯なんか飲もうかな。おお、こんな感じでプールの中に椅子がありますね。メニュー表はカクテルがこんな感じでいくつか並んでますね。12ドルから14ドルぐらいですか。あ、で Today's ドリンクスペシャルってやつがあるから、せっかくならこれにしようかな。ブルーハワイアンリゾート地っぽくていいじゃないですか。裏面にはハッピーアワーで4時から6時の間は6ドルお得でマルガリータ飲めるって書いてますね。なんかいろんなバーでマルガリータがこれハッピーアワー安いんですよね。 Thank you。 来ました、ブルーハワイアン。うまそう、いい色。あ、いいですね。後ろのバーカウンターじゃなくても、この辺りはこんな感じで椅子があるんで、はい、プールに浸かりながらいただきます。うまい、最高。いやー、船の上にいるとは思えないですね。もうどっかのリゾートホテルの中にいるみたい。でも奥の方とか見たら海がちゃんと見えてるんですよね。後ろは今ちょっとプールしか見えてないですけど、これは友達とか家族、恋人で来たらめちゃくちゃ楽しいでしょうね。やっぱ一緒に泳ぎながらお酒も一杯。まあ一人でもね、これ見て
分かるとりそんなジロジロ見られてることもないと思うんで、全然快適に船旅楽しめますね。まあ YouTuber 会みたいなことで声かけられることも結構あります、船内で。そしたらありがたいことにね、皆さんのおかげで20万人って言ったらやっぱ結構アメリカ人の人喜んでっていうかすごいねって言ってくれるのが嬉しいですよ。まあ、英語そんなペラペラ喋れないんで、英語喋ってもっていう感じになるところを YouTube で20万人って言ったらめっちゃ尊敬してくれるんで、やっといてよかったっす YouTube は本当。まあ、そのおかげで皆さんにも動画をこんな感じで届けられてるので、ということで乾杯です。うまい。はい、そして今日は夜の6時半からステーキハウスを予約しているので、ここの8階のガーデンにやってきました。今まだ6時半なのでめちゃくちゃ明るいですね。ここです。チョップスグリルいただきます。はい、席について昨日のシーフードレストランと同じように真ん中とここエントレスってやつがメインで1品選ぶことができて、この辺のスターターと一番下のサイドディッシュはいくらでも好きなの選べるんですね。そして裏面がドリンクメニュー、ワインですね。赤身肉なんで赤ワインいただきましょうか。赤ワインはカベルネ・ソービニオンです。カリフォルニア産。まず頼んでみたのはマッシュルームスープです。一緒に食べてる知り合いの発信者が頼んだのがこのロブスタービスクってやつがあって、こんなのあったんか、こっち頼みたかった、全然見てなかった。前菜もう一つ、これが牛肉のカルパッチョですね。美味しそう。盛り付けもめっちゃ綺麗。まずはマッシュルームスープ。マッシュルームの濃厚な味わいがしますね。ちょっと塩味が強いかな。あまりにも美味しそうだったんでロブスタービスクを一口もらいます。おお、めっちゃ濃厚な味しますね。ロブスターのこっちの方が美味しいわ。これにすればよかった。さあ次はこのカルパッチョ、美味しそう。おいしい。めっちゃ赤身の風味が出てる。これなんか熟成されたお肉のような味がします。これめっちゃうまいわ。これは赤ワインめっちゃ合います。うまい。フルボディお肉に合います。最高。はい、メインのフィレ肉がやってきました。そして付け合わせがアスパラにトリュフポテトにほうれん草ですね。でソースはなんか3種類ぐらいから選べたんですけど、レッドワインソースって言ってたやつをチョイスしました。切ってみるとこんな感じでミディアムなんですけどね、赤身たっぷり、うまそう。さあお肉フィレをいただきます。美味しいですね。これはフィレ肉で赤身たっぷりなんですけど、身は本当に柔らかくて肉々しい味わいがしっかり漂ってきますね。まあちょっと同じフィレ肉をメインダイニングで食べてないんで比較のしようはないんですけど、でもここのレストランも有料レストランも確かどれぐらいだったかな、50ドルか60ドルぐらいで食べることができるんで、アメリカ価格だったらそんなにバカ高い価格じゃないですよね。このアイコンオブザシーズっていう特別な空間の中でその価格って言ったら、まあ、ただせっかくクルーズに乗ってるんで、昨日の海鮮のレストランはやっぱ海の景色サンセット見ながら食べれるっていう特別感があったんで、個人的には有料レストランどっちがいいかなって考えると昨日の海鮮レストランの方が雰囲気含めておすすめかなって思います。まあでもお肉はさすがアメリカなんで美味しいですね。ソースかけなくても美味しいわ。赤ワインが進みます。うますぎる。赤身と赤ワイン。
でデザートはお肉食べ終わった後に出てきました。チーズケーキとかアップルパイとかアイスクリームとか並んでます。お肉で結構お腹いっぱいになったんで、ちょっとさっぱり系のマンゴーストロベリーしました。いただきます。サクッと取れました。美味しい。濃厚マンゴーの風味にサクッとさっぱりで、お肉の後に最高。これビュッフェコーナーに欲しいな。めちゃうまい。アイススケートリンクにしてみたら、ファミリー向けのダンスが開催されてます。お子さんとお父さんお母さんが一緒になって踊ってますね。なんかこの白い洋服で来たらいい感じでライティング照らされますよっていう風に書いてたんで、白い服の人が多いですね。いや、こんなアイススケートリンク貸し切ってダンスパーティーできるとか本当贅沢で、今日もメインシアターでショーが開催されていました。これはアメコミ風ヒーローたちが悪に立ち向かうアクションと映像演出が融合したオリジナルのショーですね。どちらかといえば子供向けのショーになるのかな。でも圧巻だったのがこのドローン演出ですね。何十機ものドローンがまるで生きているかのように空中を自在に舞っていて、演者たちの動きにシンクロしながらステージ全体をダイナミックに演出してます。いや、どのショーを見てもやっぱり見どころがありますね、このアイコンのエンターテインメントは。今度はプロムナードでまたすごい盛り上がり見せてますね。昨日か一昨日ちょっと紹介したこれサイレントパーティーですね。音楽が全然聞こえてこないんですけど、みんな陽気に歌ってます。自分の聴いてる音楽をみんな一緒の音楽だ。あ、そういうことか。この間はなんか自分で好きなの聴いてたけど、多分今みんなこれつけてるの同じ音楽流れてるから一緒に乗ることできてるってことか。アメリカの国旗の前で。はい、おはようございます。最終日ですね。今日一日過ごして寝たら明日下船というところであっという間ですね。で、今日は到着したのがこのパーフェクトデイココケイアイランド、ロイヤルカリビアンが所有している島です。すごいな。もう完全なるリゾートアイランドっていう感じ。ヤシの木がたくさん生えていて、周りには綺麗な海。2019年に約250億をかけて大幅にリニューアルしたっていうのを見たんで、ロイヤルカリビアンが相当気合を入れて作った島だと思います。目の前にものすごいスライダーが見えてますけどね。じゃあ早速降りて行ってみましょうか。ロイヤルカリビアン専用の船ということで、隣にも同じロイヤルカリビアンの違うクラスの船が止まってますね。やっぱりでもアイコンシリーズが一番でかいんで、こうやって上から見下ろす感じになります。で、あそこ奥の方にもなんか島見えてるけど、クレーンがあるからなんか作ってるのかな。はい、外に出てきました。このアドベンチャーオブザシーズもでかいんだけど、やっぱりアイコンがでかい。何回見ても圧倒されるな。この目の前のくくりつけられてる縄がすごい巨大サイズ。これもいや、あと1日でお別れか、このでっかい船とも。はい、中に入ってきたら早速目の前にこのスリルウォーターパークっていう、このスライダーとかを楽しめるエリアがありますね。ただここの中に入るには有料ですね。多分時期によって変わるんですけど、3万円前後ぐらいするんじゃなかったかな、日本円でいうと。いやでも船では絶対に体験できない、真上から真下にすごい距離のスライダーですね。楽しそう。このマップが分かりやすい。ここ系の全体図、今ここに行ってスリルウォーターパーク、ここがまず有料のエリアになりますね。なんかバルーンもありますけど、これ天気によっては上がる日があるっていう風に聞きましたね。あとここと有料のエリアはこっち側のファイドウェイビーチですね。なんか大人専用っていう風に言ってた気がします。そしてこっちの上のビーチクラブですね。このビラが並んでるとこ、これめっちゃ高いらしいんですけど、ここも有料のエリア。逆にそれ以外は無料のエリア、こっちの右側のビーチであったり、左側のこっち側も無料のエリアですね。あとラグーン、大きなラグーンとか、ここのハーバービーチ、
結構広々とした入り江のビーチも無料のゾーンで、左手側にもビーチがありますね。はい、なんで無料のエリアも結構たくさんあります。で早速入り口から正面歩いてきたらキャプテンジャックス、多分ここのエリアがインクルーシブか、あでもバーだから違うか、ここは有料でお酒飲めるとこだ。ここのエリアは軽食ありますけどフライ系、有料ですね、はい、有料のレストランもあると。で奥進んでいったらキッズが楽しめそうなこれ遊具付きのウォーターパークがあります。多分ここは普通に入っていけるから無料で使うことができるんでしょうね。うわー、なんか上滑っていってるこれもアクティビティですね。ジップライン、ここ系の上を滑っていけるやつ。さっきのキッズウォーターパークのさらに奥にはここがコンプリメンタリーのレストラン、ちょっとした軽食いただけるところかな。スキッパーズグリルってとこ。南国の空気感たっぷりのこの雰囲気でオープンエアでビュッフェ楽しめるんですね。フライドチキンとか、これがローストチキン、ホットドッグ、ハンバーガー、サンドウィッチ類も種類がいくつかあります。この辺ハンバーガーのトッピングもしくはサラダですかね。ここにはフレッシュフルーツがたくさん、クッキーやブラウニー、もちろんジュース、この辺はコンプリメンタリーでソフトクリームも食べられますね。でさっきの軽食コーナーのすぐ隣、ここがハーバービーチですね。多分船から一番近く歩いてすぐ行くことができるビーチで、たくさんの人たちにぎわってますね。もうね、朝一からこのビーチパラソルを取り合いっていうか確保してから遊んでる人たちが多いみたいです。確かに見た感じ空いてなくないこれ、ちょくちょく空いてるか。いやでも本当クルーズですぐ降りてビーチがあって、このパラソルもタオルも全て、タオルも多分どっかで借りるとこあると思うんですけど、インクルーシブで利用することができて快適にこれは海水浴楽しむことができそうですね。もう入り江になってるんで波も本当に穏やかだから子供でも安心して泳ぐことができるようになってますね。いやー気持ちよさそうだな。でここからは何といっても目の前にこれクルーズ船が見えるので、ここでもクルーズ旅を感じながら遊泳を楽しめます。でさっきのエリアからまた徒歩ですぐのところ、ここがラグーンプールですね。カリブ海の中でも最大級の広さを誇るっていう風に書いてました。すごい奥の方まで、ここもたくさんの人でにぎわってるけど、やっぱりラグーン広いんでクルーズの中のプールよりもかなり広々とした空間でこれは楽しめそうで、アイコンと同じようにプールの中に入りながらこれドリンクをいただきますね。でここはちょっと日陰になってるからいい感じですね。真ん中に気球も見えてます。しかもね、ここの景色だけじゃなくて反対側までまだ続いてます。ラグーンは見ての通りこっち側まで広々ラグーン続いてます。ここにもビーチパラソルチェアあるんで、あれを無料で使えます。これ実際に使ってみたらまためっちゃ広さ感じる。こっちの方までずーっと後ろまで泳いでいきますね。子供が来たらもうこれたまんないと思います。でもちょっと子供にはここ深いかな。僕もこんな感じでそんなに今使ってるんで、多分子供用のプールはまた別にあるのかな。でもお子さん泳いでる人いますね。よし、せっかくだからここで一杯飲みましょうかね。日陰だし。いやここの上屋根がついてるからバーがめっちゃ快適、気に入りました。ということで一杯いきましょう。ドリンクメニューこんな感じで、ここにいろいろ書いてるけど、なんか注文したらカクテルは作ってもらえますね。はい、大好きなピニャコラーダ頼みました。なんか上の方にこれめっちゃ溜まってるけど、美味しそう。フローズンだ。バーでピニャコラーダ乾杯です。いやーめちゃくちゃうまい。このピニャコラーダ確か中南米で生まれたカクテルですね。Perfect day. Thank you. いや本当アメリカ人ノリいいわ。
はい、で島の中は、一応徒歩で巡ることもできるんですけど、徒歩だとちょっと数分歩く必要があるんで、こうやってトラムも出てますね。なんか高級ホテルに泊まったらこんな感じでバギー移動ってよくありますよね、南国リゾート。クルーズと一緒にそういう気分もここのココ系で味わえる、そんな感じですかね。いやでもプールがないところはこうやって結構緑いっぱいですね。実際に移動してみるとそこそこ広いんだなっていうのがよくわかります。はい、降ろしてもらったところ、ここがサウスビーチっていうエリアですね。この辺りのビーチが一番この島の中で綺麗です。でまた軽食食べれるところがここのビーチにもありますね。気球が今上に上がってます。そしてサウスビーチこっち側、確かに綺麗ですね。おおすごい、向こうの水平線まで全然他の陸が見えないですね。しかも結構奥の方までこれかなり透き通った海が続いてて、綺麗だね。ちょっと下に海藻はありますけど、いやでも泳ぎやすそう。なんか向こうの奥の方まで全然浮き輪つけずにみんなくつろいでるから、遠浅の海でこれは楽しそうですね。であっちの奥の方にはカバナが見えてるんですけど、あのカバナを利用するのは多分何十万ぐらいかかるんですよ、追加料金で。でも多分この辺にあるちょっとドリンクを置けるようなテーブルがついてる傘付きのところは無料で使えるんじゃないのかな。でこっちの右手にもちょっとした休憩スペースカバナがあるんで、これも有料になりますね。奥の方までずっと続いてます。ここがこのココ系で一番綺麗なサウスビーチですね。綺麗だ海。さっきのラグーンプールもいいけど、こっちもいいな、ゆっくりくつろぐには。やっぱり椅子取り合戦この辺埋まってますね。あそこの真ん中に浮いてるのがバーだ。ドリンク注文して飲めるわけですね。すごいね、船の上にあんな浮かべて。いやここの海もいいね。あんまずっと日差し浴びてるとね、さすがに日焼けするし暑いんですけど、海の中でこんなカバナって言っていいのかな、日陰の部分があるって最高じゃないですか。今までの人生でないかもしれない。本当に自然の海ですからねこれ。でここにまた買ったドリンクとか置いて、ハンバーガー持ってきても持ってくることもできると思うんでね、ゆっくりとくつろげますね。これは気持ちいいわ。ココ系の方が快適だ。今まで行ったビーチリゾートよりも圧倒的に、さすが船の中よりこっちの方が楽しいかも。でビーチサイドでもこうやって船の上と同じようにいろんなところでアクティビティやってます。ビーチバレーですね。いやお腹空いたんでビーチ沿いにあるコンプリメンタリーのご飯いただこうと思います。サンドイッチ類でハンバーガーだな、一番左上の。あとは適当にサラダ頼もう。はい、注文したハンバーガー、なんかセミビュッフェみたいな感じでフルーツがたくさんあったんで、スイカとあとはグリル野菜注文しました。いただきます。パンふわふわでお肉肉厚で美味しいですね。さっき見たら焼きたて作ってたんで、アメリカはこういうのが適当なところでも食べてもハンバーガー美味しいですね。いやセントマーチンとかセントトーマスはさすがにやっぱ寄港地なんで、ビーチ楽しむには荷物もあるし、貴重品の管理とかあと移動とかね、いろいろ大変なことがあったんですけど、ここのココ系はロイヤルカリビアンに乗ってる人たちなんで、普通の街に比べたら比較的ね、貴重品の管理とかもちょっと楽になるというか、治安が悪くなるってことはないと思うんで、あと移動も基本的には徒歩で回れるし、ちょっとしんどかったらすぐトラムにも乗れますし、タオルもここで貸し出ししてくれて、インクルーシブの食事も食べられて、しかも屋根付きの海とプールが最高ですね。日差しが強い日は特に、実際に来てみてめっちゃ快適だなと思いますね。ここ系海遊び水遊びを楽しみたい場合は。でここ系があるのがバハマなんですけど、数年後もうちょっとしたらメキシコの方にもロイヤルカリビアンがまた島作るみたいです。すごいね、ほんと規模がでかいロイヤルカリビアンは。やることが桁違い。でもう一つビーチにやってきました。ここがチルアイランド。ここもビーチパラソル、椅子がたくさん並んでて、この辺にカバナがありますね。でこっちの右手の方見てみるとショアエクスカーションって書いてるんで、
多分ここは結構マリンアクティビティを楽しめるところだと思いますね。カヤックとかウォータースポーツいろいろあそこで受付やってます。こんな感じで目の前楽しんでる人たちいますね。右手見るとここのチルアイランドのエリアにもカバナが浮いてます。いや結構みんな乗客分散してるから本当どこ行ったって快適に楽しめますね、遊泳。あとはここのチルアイランドのエリアは今目の前に見えている通りショップもあるんですよね。この辺もなんか作られた街っていうか本当に街の中にありそうなこの可愛らしいポップな色合いのカラーですよね。カリブ海らしい南国感あふれる洋服がたくさん並んでます。もうすぐ夕方に差し掛かるんですけど、せっかくなんで一つバーに行ってみたいと思います。アクアドームにあるライ&ビーンっていうバーですね。コーヒーを使った美味しいカクテルが飲めるみたいです。メニュー表はこんな感じです。ただね、ここのエスプレッソマティーニが美味しいって聞いたんで、メニューにはないけどみんなそれ飲んでるからちょっと頼んでみます。 Can I have espresso martini? Okay. How's the day? Good. It's good. Wonderful. In Coco Cay. The perfect day. ちょっとパーフェクトデイって言ったんで、ココケイなんか言ってほしかったんですけど流されました。So much. Enjoy your drink. Thank you. いただきます。いやーこれ後ろのアクアドームの雰囲気めちゃくちゃいいですね。いやこれ美味しいですね。コーヒーのエスプレッソの風味もしっかり出てるし、その中でマティーニの風味と辛みがキーンと効いてくる中で、最後はこの生クリームの甘みが優しく包んでくれる感じ。風味を存分に味わえるけど上品に口の中が風味広がっていますね。これうまい。なんか見渡すとみんなこれ頼んでるんですよね。本当に多分このアイコンオブザシーズの人気商品なんでしょうね。ナイス、テイスティー、ナイス、おいしい。お、アドベンチャーオブザシーズが出港してます。手振ってくれてる人がいますね。そんなにいないか。あ、いるいるいる。バイバーイ。はい、ここケイを出発しました。今回3つ目の飛行地でしたけど、それぞれ3つ本当に違う良さがあって全部楽しめましたね。あっという間の7泊8日間、もう終わっちゃうのか。これから晩ご飯食べて明日朝起きたら下船。1週間は結構長いなと思ったんですけど、本当乗ってみるとあっという間なんですよね、こういうクルーズは。たくさん泳いだはずなのにまだまだこの時間はプールにたくさんの人たちが入ってますね。もうみんな真っ黒黒になってますよ、今回の1週間で。プロムナードにやってきたんですけど、昨日もこの辺でパーティーやってましたけど、今日はまさにアメリカの独立記念日ということで、目の前に大きな国旗、そして天井もアメリカンな色合いでデコレーションされてますね。またバルーンがあるんで、多分これ夜の時間帯、風船を最後の夜ということで盛大に落としていくんじゃないですかね。うわ、到底手が届かないんですけど、ロレックス、このど真ん中にあるのが完全にアメリカカラーですね。赤と青色の限定モデルなのかな、これアメリカの。まあ買えないけどね。このさっきロレックス売ってた前はアウトレット商品販売されてるんで大人気ですね。なんか 70% オフとか 50% オフとかありました。はい、最後の夜のディナーはメインダイニングでいただきます。今日はガラディナー、最後の夜なんで、みんなちょっとだけ付き合い入れてご飯をいただく時間ですね。メインダイニングも音楽とかもあるんじゃないのかな。でメニュー表もちょっと特別な、表面はアイコンオブザシーズって書いてて、裏面はアメリカ独立記念日ということでアメリカンな色合いに彩られてます。でメインは左スターター、真ん中メイン、右手デザート。今回ねメインディッシュで下のロブスターとかフィレは頼まなかったですけど、有料レストラン行ったんでこれぐらいの価格でちょっと
グレードアップしたお料理を気軽にいただけるっていうのはいいですよね。有料レストラン行くよりは安くフィレとかロブスター食べられるんで。はい、でシーザーサラダを食べて、今日はメインはこのハニーフライドチキンってやつを頼んでみました。今日はアメリカンな日なんでお料理もアメリカンですね。でも僕お肉の中で一番鶏肉が好きで唐揚げが大好きなんで、このフライドチキンも絶対美味しく食べれると思います。なんかクリームソースみたいな、タルタルソースみたいなやつ。衣はサクッとしてて、これハニーって書いてたんで多分ちょっと蜂蜜入ってて甘みもあるけどスパイスも効いてるんで、少し濃い味だけど全体的にはバランスのいい味わいで美味しいです。なんか日本人だとこういう最終日のディナーだったらもうちょっとこうなんていうの、手の込んだお料理、フレンチみたいなやつをね期待しちゃうんですけど、ここはアメリカなんで、そして独立記念日なんでね、そこは逆らえませんね。アメリカンで行くのが正解だと思います。雰囲気を盛り上げるために、アメリカ人はこれが好きなんでしょうからね。これもアメリカ産のワインですね。うまい、お肉に合います。さあで今日は多分レストランでなんかパーティーみたいな音楽が奏でられると思うんですけど、楽しみだな。コスタセレーナとかだったら毎日レストラン会場でねそういうパーティーみたいなのがあったんですけど、このロイヤルカリビアンとあと MSC は乗船中に 1,2 回ぐらいしかないですね。その分このロイヤルカリビアンは他の場所でもいろんな場所で、イベントはやってるんですけど、それにしても日本人見ないですね。アメリカの人か、ほとんどアメリカなんだろうな、来てるのは。そしてデザートはアップルクランブルです。美味しそう。なんだアップルクランブルって。上がちょっとサクッとビスケット生地みたいなのが上に乗ってて、中がもうアップルパイの中にあるやつと同じような感じですね。そうですね、アップルパイのビスケットバージョンって感じですね。サクサク食感もあって美味しい。多分アイスと一緒に食ったらこれは最高だ。これアップルがあったかくてアイスが冷たいんで、冷たいとあったかいの組み合わせこれ最高ですね。癖になる。リンゴがちゃんと酸味があるからいいですね。このデザートは気に入りました。アップルクランブル。こんな感じで音楽とともに皆さん盛り上がってます。真ん中にはアメリカの国旗が乗ってますね。今日はみんな白と赤と青の服を着てこんな感じで盛り上がってるわけですね。スタッフの人たちが中央で元気よく踊り出しました。このノリがいいですね。本当にクルーズのスタッフさんたちはね、芸が多彩ですよ。接客だけじゃなくてこんなダンスまでやってくれる。みんな楽しそうな顔してる。一気にレストラン会場がコンサート会場になってます。楽しいですね。お部屋に帰ってきたらこれベッドの上にまた可愛らしくタオルアートしてるんですけど、チップっていう風にありますね。やっぱアメリカ船なんでロイヤルカリビアンはチップ文化があるので、多分これはベッドメイキングしてくれた人に対しての、ここはロイヤルカリビアンです。結構いい船というかね、いいお部屋だったんで、3から5ぐらい開けた方がいいんですかね。入れておきましょうかね。あとこれは降りる時の情報が書かれてます。今回はね、この裏面で見ると6時20分に降りてくださいってアプリで出てきたんで一番上です。ただ6時20分から9時半までに降りればいいですよって書いてたんで、比較的意外とすぐに降りれますね。なんかね、帰りの空港の時間とかを入力したんでちょっと早めに手配してくれたのかもしれないです。ただ一番早いんで荷物は自分で持って降りなきゃいけません。セルフアシストって書いてるんで、そんな感じで降りる説明が書かれてますね。食事が終わってまたここのロイヤルプロムナードでこれから最終日のパーティーが始まります。ここのバルーンがこの後9時過ぎから降りてくる予定なんですけど、もう8時半からパーティー自体は始まりますね。たくさんの人たちが集まってます。やっぱりみんな白青赤、このアメリカの
国旗をイメージした洋服を身にまとってこれから楽しもうっていう雰囲気ですね。さあそろそろ風船が上から降ってきます。でもこれ初日の音楽と同じですね。おはようございます。翌朝です。朝起きたら目の前マイアミに着岸しています。この景色はもう本当 2,3 日前、最近見たような感覚なんですけどね、本当それぐらいにあっという間に7泊8日1週間のクルーズ旅が終わってしまいました。もう終わっちゃったのかとちょっと寂しい気持ちになりますね、この毎回クルーズ降りるときは。はい、ということで人生で初めてのロイヤルカリビアン、このアイコンシリーズはその中でも最大級ということで、やっぱりこのアメリカの会社はやることなすこと全てが豪快で大規模ですね。船の中でこんな豪華な施設が味わえるなんてもう想像もしてなかったので、7泊8日興奮が止まりませんでした。ロイヤルカリビアンはこのアイコンシリーズと同じスター・オブ・ザ・シーズ、レジェンド・オブ・ザ・シーズも新しく出ていくということで、この先未来さらにどんな素晴らしい船旅を楽しませてくれるのかワクワクしますね。で今回のカリブ海の旅はよりリゾート色が強かったので、もうリゾート好きには本当たまらない旅だろうなっていうふうに思います。僕もリゾート地は好きですけど、それに加えてやっぱりこう街の散策とか歴史を感じたりするのも好きなんで、あとは大自然を感じたり、例えば地中海クルーズとかも気になるんで、動画でいつか皆さんにお届けできればなというふうに思ってます。日本からマイアミに来てアイコン・オブ・ザ・シーズン乗るって結構ハードルが高いかもしれませんが、探せば日本発着でカジュアルクルーズは本当にたくさんあるので、ぜひ気になった人は調べてみて、これだったらいけそうだなっていうのを見つけて、皆さんも船旅を楽しんでみてください。はい、では名残惜しいですが下船してマイアミの空港に向かって帰国します。